どうぞ。どうぞお席に、ご一緒なさってください。ちょっとね、遅れて来られた方もおりますので、もう一回献杯させていただきます。この会で事務バンバンすべて従事してきました高橋忠義さん吉本有名な詳細な年譜を作って、おられます。高橋さん、お願いします。じゃあ皆さんコップにビール、お酒、あるいはウーロン茶、その他いっぱいに用意していただいて。神山さんに、僕のような逆配って言いますか、まだもう逆配だと思ってるんですが、僕じゃなくて他の人に言ってたものなんですよ。後でまたいろいろエピソードなんかちょっと言わさせていただきますが、とにかく献杯の字だけ、献杯の字ではなくて献杯だけ、発声だけさせていただきます。吉本さんのそれでは大長期2回ということで、座ったままできないです。座ったままできます。献杯。はい、高橋さんありがとうございます。また高橋さんにはいろいろとお話ししていただいて、それでは前回、去年正教1年の会で、吉本さんの詩を朗読していただきまして、会に来れなかった人も皆さんからぜひ聞きたかった、ぜひ聞きたかったというふうなお話いただいてまして、今回も、無理にご無理いただきまして、吉松剛三さんと福島康樹さんに吉本さんの詩を朗読していただくということで、吉松さんよろしくお願いします。だいぶ緊張してまして、女水会館なんか立派なところだし、吉本さんの写真ももうちょっと大きかった。そうでした。同じですけどね、額が立派だった。やっぱりなんか緊張しちゃってて、吉本さんのそばで私はなんか喋るような資格がないだとか、影のようなやつだとか、なんか、亀山さんと月村さんの後で、いや、相当緊張してたんですね。それがやっぱり年月が経つもんですね。今日はご報告しますけど、絞りますけれども、吉本さんの例の皆さんご存知の26歳から27歳の非同型編500件余りを亡くなられてから、筆写を続けてましてね、それで、今朝方で290編かなまで行きました。ちょうど1951年の春頃に書かれたあたりに差し掛かってきてて、でその前あたりでぐっと、真ん中辺まで来た時にそれから吉本さん、この間もお話ししましたけども、鉛筆で、無地の紙にKを引くわけですよね。Kとは言えないな、線とも言えないな。さっき月村さんが言ってたお掃除みたいな、こういうお掃除みたいな手の詩人ですからね、あの手ですからね、やっぱり吉本さんの手ってすごいもんで、それを、真似するっていうか、それをやってるうちに毎朝鉛筆でKを引くのが両安寺の石庭作ってるみたいなもんですよね。いろんな喜びになってきたっていうか、ものすごい喜びなんですよ。でそれが喜びになってきて、今日読むので、とんでもないものに見つかったんですけどね、280編目ぐらいで、それでもう一つ先に行ってからそれ読みますけども、
500編ぐらいあとだから1年弱ぐらいで書き終えちゃいますけどね、書き終えたら寂しいなと思った時に別の声が聞こえてきたんですよ。おめえもう一回やればいいじゃねえかそうだなと思って一回きりじゃないんですよね。昔のなんかイラつめやなんか写経やってるっていうのをあれ何度もやってるわけですよね。私たちは私もバカみたいに1回だと思ってたの。もう一回やればいいんですよね。もう一回戻って、そうしたらね、なんか不思議な喜びが入ってきて500吉本さんの500何十編を2回も3回もだけど命はそこが続くかどうか分かりませんけどね。そう言って、下下がって290編ぐらいまでやってたけど、まあ吉本さん、僕も今佃島に住んでましてね、まあ無意識にそういうとこ行ったんだろうけども、なんか地理的な感じもあって、それでぶつかった詩が今から読みますけどね、海の手が都会を触れに来るって言うんですよ。これは皆さん読んだことないでしょ。皆さんこういうもの読まないからあれでしょうけどね、海の手がこうやってね何かを触りに来る。これはね、この手でもあり、もっとさっきおっしゃられた幻想の手でもあり、非常な大きな手なんですよね。だから、この間先に注釈つけといて、後で夏一さんにブーイング言われたけどだけど途中でやっぱり途中で説明しながら読もうかな。最後にちょっと気がついたことがありました。これすごいね。海の手が都会を触れに来る。触れるっていうのは触手の触ですよね。これはまあ吉本さんの、ビジョンの中心にあるものですよね。手もそうだし、海の手が都会を触れに来る。マストの上の旗を越えて、海辺にある放送局の鉄塔を越えて、魚場の塩屋、魚市場って書かないで魚場って書いて魚場って呼ばせるんでしょうね。魚場の塩屋、周期や腹渡や、荷箱やロープを越えて、これはあの辺のそばの築地の魚市場なんかすぐそばですからね、そういう地理的なこともあります。病院の十字架や海に面した窓を越えて、これは正六病院ですよね。あれを越えて、だからあの辺の光景がどんどん出てくるの。それで手っていうのはね、気流とも雲とも、ちょうどこれね、春の初めでね、吉本さんあんまり春が好きじゃねえんだな。なんか生ぬるいで少しこうなんかちょっと気持ちが精神が少しこう不安定になって、それが出てきてるんですよ。でその海の手が大きく強く寂しい海の手が都会を触れに来る。僕がそれを知って海から見える都会の風景を想像しようとしても、僕の想像を超えてはるかにキーな響きさえ聞こえ、海の手が開業、都会のすべてを触れに来る。割とねごちゃごちゃしないです。非常に鮮明でいい詩なんですよ。工場地帯からの風が煙を巻き込みながら、いつの間にか海の触手を象徴している。昨日通った運河べりの道に海の匂いがイメージになって残る。これなんか秘密がわかるな、詩のね。明日私たちは海の手を感じることで、私たちの幼年時の追憶の中に閉じこもるだろう。私たちがすくすくと育ったビルディングの下の街路で、突然私たちは自分の運命を知ったりする。海の手がそれを触発するのだから。海の手が倫理のある風を私たちの時間の中に繰り込むのだから。一行空いて、私たちが全ての風景よりももう少し大きいと感じている私たちの宿命を、海の手はその通りの大きさで触れようとする。なかなかいいね。私たちが目覚めたり眠ったりするその呼吸を海の手は感じているように見える。これで終わったんですよ。で皆さんご存知のようにおじいちゃん天草からやってきた船作りの人じゃないですか。お父さんもそうじゃないですか。菓子ボート屋さんなんかやるわけじゃないですか。でそんなこと考えてて、この海の手っていうのは
まあおそらく後年の刺繍にもつながるものすごく、まさか海の手が出てくるとはね。吉本さんの手からね、これ両手広げてすごいけどな。でそれでびっくりして、それでしばらく僕考えてたんですよね。そしたらあれかと思って気が付いたことを最後に申し上げますけど、僕も吉本さんが評価してこんなふうに、近くにいるようにして評価しなければ島本賞を24年間四半世紀追っかけるなんてことはしなかったと思うんですけれども、その吉本さんがいたから島本仕様の、まあ、カフカみたいなあんな存在が際立ったと。それである一シーンがふっと浮かんできて、確かあれ第三の新人たちが見送りに行って晴海から船で美穂さんが頭狂っちゃって、それで奄美へ帰ろうって言うんで島夫妻を見送りにみんなで行ったと。そしたら吉本さんが突然何を思ったか、船にロープかなんかで捕まって登り始めた。この手だなと思った。でこの手っていうのはその現実の手じゃなくて、そのまあ先祖代々その綱手みたいなものに平気で触ってよじ登っていくような手、それが海の手。それ読んでるから、その海の今初めてこんなのにぶつかって、まさかこんな詩があるとは思わないですからね。こんな簡単ないい詩がと思って驚いたのが1週間ぐらい前です。でこの後290編目ぐらいで、石材置き場の赤いカンテラなんかが出てきます。なかなかいいところに仕掛かってる。それをね結構ね何度も読むんですよ。で楽しんでね、こんなボケっとしてる変な、さっき本当に言葉にならないことを吉本さん言葉にしようとしますからね、それね、それに触ることができる喜びっていうのは戦力ばっかりじゃなくて、やっぱり非常に深い喜びになってきますよ。でしかもこれもうほとんど皆さん読んでない詩ですからね。こういう一度の対話なんてみんな読んでるから、まあ、あれは少し毒されてるけど、こんな詩はもう誰も読んでないからね、素晴らしい。そういう経験してます。だからこんな来年はどういう話ができるか、それも楽しみで、こういう会を作ってくださって本当に、去年は本当に緊張して夏井さんに悪口言われたけども、でも今年は少し、ある喜びとともに皆さんにこういうことが報告ができます。だから夢よりも深い何かがあるんですよね。以上です。吉村さんありがとうございます。なかなか書写も2回も3回もとなると大変ですね。500編をね。いや本当に驚きました。それでは福島康樹さん、よろしくお願いします。はい。ナウヨレンリョトレードマークなんでごめんなさい。若き日の喜びの一つに、吉本さんが、歌人論40枚書いてくれたことがありました。それが、吉本さんとのなんていうのかな、今日に至る。まあ喋らないで読ませていただきます。大学に入って出会い感銘を受けました。やはり、転移のためのであります。火の秋の物語。あるユーラシア人に友人、その未知な人、今は秋で蔵から燃えている風景がある。君の胸の鼓動がそれを知っているのであろうと信ずる根拠がある。君は廃人の目をしてユーラシアの文明を横切る。君は至る所で重装を土につけて立ち止まる。君は破れざるかもしれない兵士の一人だ。友人、君は答えよ。荒廃した土地で悲惨な死を受け止まる前に君は答えよ。世界はやがて愚かな家業との終わった鳥羽城のように焼けただれて静かになる。君は
愚かであると死んだ人のために死ぬであろう。君の目は小さな茨に引っかかって乾く。君の目は太陽とその光を照り続ける。君の目は決して眠らない。友人、これは私の日の秋の物語である。不安な秋よ、不安な小鳥たちが渡る。小鳥たちの無言は君の無言を映している。小鳥たちが凄惨な空に散らばるとき、君の精神も凄惨な未来へ散らばる。哀れな不安な季節め。僕たちは肉体をなくして石だけで生きている。僕たちは亡霊として11月の星から出てくる。僕たちの空は遠くまで無言だ。僕たちの空の下、遠くまで過酷だ。歌うことのできない僕たちの秋よ。僕たちは肉体をなくして石だけで生きている。僕たちは亡霊として11月の墓地から出てくる。僕たちの空は遠くまで無言だ。僕たちの空の下は遠くまで過酷だ。歌うことのできない僕たちの秋よ。歌うことを変えてゆく僕たちの心よ。丸い空がきれいに澄んでいる。鳥が三段のように僕の方へ落下し、いくつぶかの不安に変わる。僕は拒絶された思想となってこの澄んだ空をかき乱そう。僕は拒絶された思想となってこの澄んだ空をかき乱そう。丸い空がきれいに澄んでいる。鳥が三段のように僕の方へ落下し、いくつぶかの不安に変わる。僕は拒絶された思想となってこの澄んだ空をかき乱そう。壊れやすい神経を持った僕の仲間よ、フロストの被膜の下で眠れ。その間に僕は立ち去ろう。僕たちの味方は破れ、戦火が乾いた風に乗ってやってきそうだから。小さな優しい群れよ、過酷な夢と優しい夢が断ち切れるとき、僕は何をしたろう。僕は出て行く。冬の圧力の真向こうへ。一人っきりで耐えられないから、たくさんの人と手をつなぐというのは嘘だから。一人っきりで構想できないから、たくさんの人と手をつなぐというのは卑怯だから、僕は出て行く。すべての時刻が向こう側に加担しても、僕たちが支払ったものをずっと以前の分まで取り返すために、すでにいらなくなったものに、それを思い知らせるために僕は出て行く。啓蒙の一つ一つに出会うために僕は出て行く。無数の敵のど真ん中へ僕は疲れているが、僕の怒りは無尽蔵だ。僕の孤独はほとんど極限に耐えられる。僕の肉体はほとんど過酷に耐えられる。僕が倒れたら一つの直接性が倒れる。もたれ合うことを嫌った反抗が倒れる。僕が倒れたら同胞は僕の死体を湿った人参の穴へうずべるに決まっている。僕が倒れたら、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 僕が倒れたら一つの直接性が倒れる。もたれ合うことを嫌った反抗が倒れる。僕が倒れたら同胞は僕の死体を湿った人参の穴へうむずめるに決まっている。僕が倒れたら収奪者は勢いを盛り返す。だから小さな優しい群れよ、だから小さな優しい群れよ、みんな一つ一つの顔よ、さようなら。友人、その未知な人、今は秋で蔵が燃えている風景がある。友人、その未知な人、
今は秋でくらくら燃えている風景がある。ありがとう。いや福島さんありがとうございます。去年はカツが入ってそのカツも良かったんですけれども、今日は本当にシーンとした中で実に、いやでもこうやって日野秋の物語とか福島さんに読んでいただくと全く別のイメージが湧いてくるような気がします。皆さんお手元にこの大きいみかんのようなものあると思うんですけど、吉本さんの詩にみかんに関する一考察とかなんかはっきり覚えてないんですけど、みかんを読んだ詩があるんですね。どんな内容かっていうと、みかんの皮を散らかしていて、それで奥さんにお小言をいただいたんだけど、この散らかし方に何かがあるんだっていう何とも言えないね詩でしたね。皆さんちょっとこれね、みかんでもデコポンっていうやつでぜひ剥いてみてください。これ柔らかくて上の皮を剥いて、それであと中は一つずつこのなんていうんですか、これ取らないでそのまま食べれますから、ぜひ味わってみてください。どうぞ。あとお食事もたくさんありますので、取ってお食べになってください。サンドイッチもありますし、お腹がすくとなかなかトイレもどうぞいらっしゃってください。昔はね、みかんって10時ぐらい木を早く切り替えていくわけですね。新しい木。ちょっとトイレ休憩しますので、5分かそこはごゆっくり。これね、3年間の商品になるんですよ。越の乾杯が来てるんですけれども、カジキ号がね、先に死んじゃったっていうこともおかしいですけれど、ここにもう吉本さんより先に死んじゃったんでね、そんでカジキ号の娘さんが越の乾杯がね、もちろん新潟のあれですから、越の乾杯を皆さん回して飲んでください。奥さんも来ております。奥さんもカジキ号の奥さんも来ておりますから、それはちょっとなんか言う。ちょっとなんか今そういうカジキ号が早く死んじゃった、吉本より早く死んじゃったんでね、そのあれなんだけど、まあどうぞ一言。それはちょっとね、番外ですけれども、はい。吉本さんの思考っていう雑誌がずっと書かれていた、吉本家出入りの若い衆っていうのはカジキ号と僕のことなんです。それはね。安保以来信州からですよね。信州からお酒をいただいてますので、ちょっと。信州じゃねえよ、新潟だよ。カジキ号の家内です。で、もう素人で主婦だけでやってきましたので、何を話していいかよくわからないんですけど、吉本さんのところはもう学生時代から通い詰めておりまして、結婚しても子供ができてもずっと家族ぐるみのお付き合いをしていただいてました。で、吉本さんの著作集からこう判断する人間像とは違って、私なんかが吉本さんから受けたその印象っていうのはものすごく物静かで優しくて、私みたいに本当にあんまりその関係ない人間もいつも優しい気持ちで話を聞いてくれたり、いろんなところに連れて行っていただいて、学生時代の時にはよく食事をご馳走になったり、それから奥さんのお誕生日の飲食会、食事会みたいなのにも連れてっていただきまして、娘ができてからは娘たちは佐和子ちゃんと真帆子ちゃんと一緒に遊んでいただいたり、
映画に連れてってもらったり面倒をいろいろ見ていただいて、その間私たちは吉本さんご夫妻といろんな話をするというのをずっと続けていただいたので、主人が亡くなったあと吉本さんにお会いしてカジキの本を出すについてはどんなことでも協力するから作ってくださっておっしゃってくださっておかげさまで3冊の本を出すことができたので心から感謝してます。以上です。本当にありがとうございます。はい、ちょっとごめんなさいね。カジキのね、カジキの子供は女2人ですけれどもね、かやのちゃんと誰だったっけ？かやのというのと、あれは、ちょっと名前ごめんなさい。吉本さんにね、みんな頼んでね、名前つけていただいたんですね。でもちろんその吉本家出入りの若い人ですから僕も頼んだんですよ。で僕の長男にね、ごめんなさい、酔っ払ってて忘れてて、ハヤトじゃなかったな、ハヤトじゃなくてごめんなさい、ハヤトじゃなくて、なんか昔のそういう食の名前があるんじゃないですか。浪江ですね。でみんな言ってます。僕のところもね、それをやったら長男ごめんなさい、忘れちゃったよ。そんでね、それは出なきゃしょうがねえな話。そんで福島の話って今の朗読に行くんだけれども、そんでね、それはあまりにもほら飲みのスクネって名前にしたんですよ。そうだ、スクネっていうのはつけろっつってね、吉本さんね、スクネはどうするかと思って俺は考えちゃって、でも今になって考えればスクネにしてくればよかったなとは思いますけどね、その時はね仰天しちゃってね、そんじゃ火の秋の物語から友人を取ると。で友人っていうのはいいあれだから、友人ってみんな分かりますか？昭和天皇のことですよ。吉本さんは全部こう漢字読みしたんですね。友人、道な人、君の後ろにアジアの荒廃した空兵がある。これは昭和天皇のことなんですよ。だからそれは裕次郎っていうそういう名前がその時はちょっと出かかってましたけれどもね、そんでもこの裕次、これは音がいいから吉本さん取りますよっつって、「火の秋の物語」が最初の行ですから取りますよ。で僕はそのスクネはやめてその裕次というね名前をいただいたという、まあカジキの奥さんがこういうお話をしたんです。どうぞお召し上がりになって、お飲みになって、ください。それでできるだけ多くの方に一言お話をいただきたいと思うんですけれども、全く純不動で、お話しいただこうと思うんですけど。本日呼んどころないご用事あったんですけど、急いで駆けつけていただきました大沢正知さんに大沢さん帰られたかな。今帰られました。あ、そうか。1時間以内にって言われたので残念だな。はい。それではそれじゃあたまたま大沢正知さんと私現代史手帳で対談しまして、それで今年の今月のですかね、3月の25日ぐらいに出るものに出るんですけれども、こんなふうなことを話してました。
いわゆるそのポストモダン以後さまざまなその思想が日本に入ってきて、でさらに2000年以後も何と言いますか、いわゆるその外国思想の非常に大きな影響っていうのが日本に、現れてきている。ただ吉本さんが述べた大衆の現像っていうのを、これを私たちは忘れてはいけないのではないだろうか。神山さんも大衆の現像っていうところから考えてきたんじゃないだろうかっていう、そういうふうな話をいただきまして、私もそういうふうに言われると、なかなか大衆の現像っていうのは捉えきれないっていうふうにずっと思って、いわゆる、フランスの現代思想なんかも勉強したりしたんですけれども、本家本元の大沢さんからそういう話をされた時に、やはり大衆の現像っていうことをもう一度考えないといけないなっていうふうに思ったような次第ですが、でそんなふうな話もしていただきたいところでしたけれども、残念でした。またもし機会がありましたら現代手帳でもご覧になっていただければ。それでは私の大学の先輩で、古代文学の方に関わっておられまして、早くから吉本さんの古代歌謡論、そういうものについての非常に深い研究されてきました、国文学者の古橋信義さん、ご紹介しますので、古橋さん、一言。古橋と申します。吉本さんから学んだことはもうたくさんあるんですけども、今国文学研究者だということでしたので、そっち側の話を少しだけ。共同幻想論が、なんていうの、共同幻想論が僕らが読んだのが大学時代ぐらいですかね。松村雄二さんで一緒に文学史研究をやった仲間ですけども、なんてそういうものをですね、自分の中に、消化していった中での問題を少しだけお話しします。要するに共同幻想論だと、共同幻想、対幻想、個幻想なんですけども、そういう問題を全部僕は一回自分の心の問題に全部置き換えてみたんですね。でそうすると人の心っていうのは共同体の方に向かう心とか、それから対に向かう心、女でいいんですけど女に向かう心とか、それから自分に向かう心とか、そういうふうに説明できるんですよね。でそうやって見ていくとですね、あらゆる人間がそれを持ってるんだというふうに考えられます。でそうするとですね、どうなっていくかというと僕らの学生時代はですね、万葉集から古代歌謡から万葉集へっていう場合の説明としてですね、個人が、なんていうんですか、集団から声っていう発想がすごくあったんですね。で多分これもマルクス的な影響の問題だと思うんですけども、でそんなはずはないというふうに僕は思ってたんですけども、でその時に今言った吉本さんの考え方がとてもよくなんだろう、古典類を説明できるということになるわけです。でつまりですね、個人のいない時代なんてどこにもないんだ。原始社会だって個人は絶対いるはずなんですね。でだからそのうち表現が何を対象にするかという問題として僕は考えることができました。でつまり古代社会というのはその共同体の側に、その一人の、心の問題から言うと、その共同体に向かう心の側が表現の対象になっている社会という見方をしてみれば一番いいわけです。で現代社会っていうのは主にその自分の心の中のその個に向かう側の心に焦点を当てる、重視している社会だというふうに見てみると、今の個人がこう、突出している社会というのは説明できるわけですね。でもみんなどっかで、共同体に向かう心みたいに持ってて、で、東東日本大震災が起こるとなんかみんなわーっていくと、個人が突出しちゃって過ぎちゃってるから、その共同体に向かう心に動かされると、そんなふうになるのかなっていうのがと思うんです。でそういうわけでその、古典文学なんかをですね、
にも吉本さんの、考え方っていうのがですね、僕の場合には、とてもリアルに、感じられることができてですね、で先ほど共同体に向かう心が、重点を置いてると言いましたけど、そうやって見るとこう文学史がまた見えてくるんですね。もちろん文学史の問題っていうのは吉本さんは表現転移論とかいろんなことで展開してますけども、そうじゃなくてもっとこう基本的なところで社会とこう自分の関わりみたいなところで考えていく場合には、そういうふうに見てみるととてもこう分かりやすくなるかなということを思います。でこういう話をですね講義なんかでしてるとですね、学生たちが分かってくれるんですね。とても分かりやすく分かる。共同幻想論は難しいんですけども、今のように僕のようにこうちょっと言い換えてみるととても分かりやすく理解できると思います。で、それがことが中心なんですけども、もう一つお話ししておきたいことがございまして、本当はですね去年僕はここに来たかったんですね。で返信は出してないんですけどだけどもその日が来たら行こうよとか思ってですねいたんですね。そうしたらですねその、案内書がなくなっちゃったんですね。でどこにあるか分かんなくてですね探し回ったんだけど見当たらないんです。で僕どうしていいか分かんなくて市長さんに電話したんですよ。亀山さんが視聴者でほとんど出されてる方ね、視聴者に電話したら教えてくれると思ったらですね、視聴者が教えてくれなくてですね、それで結局僕は来れなかったんです。でなぜ僕が来たかったかっていう理由はですね、僕は最初お名前忘れちゃったけどもごめんなさい失礼しました。僕は実はこういう会ってあんまり好きじゃなくて喋るのも苦手なんです。で別に懐かしむっていう気持ちは僕の個人の中にある問題で、だから僕別にみんなで懐かしまなくてもいいっていうそういう気持ちがあるんですけど、でだからなんですけど、でもなんで来たいと思ったか、僕が来たいと思ったのは珍しいんですけども、来たいと思ったかというとですね、吉本さんが亡くなってからまたいろいろこう振り返るようになりまして自分の人生も振り返ってるんですけども吉本さんのどういう影響を受けたかなとか振り返ったりしていて、で僕がですねその国文学の研究のあたりで、批判されだすのが大体80年代90年代なんですけども、でその頃からどこかで僕は吉本一派と見なされてるということがあったらしくてですね、ある会合になんか出てるとですね、どうも僕のことを批判したらしいんだけど吉本批判をしてると。だから僕のこと言ってんだなと思いながら聞いたことがあるんですけども、そんな調子でありました。でそれはそれで全然構わないわけなんですけども、ただですねいろいろ振り返ってみまして、吉本さんがどのように受け取られたかっていう問題ということをまず思いました。で今日持ってるんですけど吉本有名 DNA っていう変な本がありましてですね、朝日新聞社が出てるんですけどもジャーナルの編集ですね朝日ジャーナルの編集なんですけどもいわゆる全教頭世代にですね吉本さんの人たちにインタビューしていって、それでどういうふうに吉本の影響が受けたかということを語らせようという書物なんです。で、結構面白かったんですけども上野千鶴子とかそれから誰だっけ忘れちゃったありがとう、中澤真一とかなんかなんていうんですかソンジャンっていうんですかね。ということでね、いろんな、7人ぐらいの方のなんですけども、でそれを読んでて何を思ったかっていうとですね、基本的な見方は中澤さんやなんかは違うんですけども、糸井さんももちろん違うんですけど、古いという言い方がしばしば出てくるんです。吉本さんの人は古いってで古いってどういうことなのかということですね。で思想っていうものがあるのに思想が古いっていうのはどういうことなのかで僕なんかはすごい歴史的な見方をする癖がついてますから、吉本さんが活躍した活躍って言い方はおかしいけども僕らに影響を与えた時代でそのことの意味なんかその時にそれを古いって言われたらどうに言えばいいのかと。だから古いって言い方はまずやめた方がいいだろうと思うんですね。で古いって言った時にどうに言えばいいかというとどう位置づけるかの問題になるんです常に。つまり批判するんじゃなくてどう位置づけるかっていうふうにしていかないと、思想として意味がないと思うんですね。でそんなことがあってですね
っていうんじゃなくてですね、もう一度戦後史を全部振り返ってそれで全部やり直す必要があるんじゃないか。最初とても今の時代って難しくてっていうお話がございましたね。で80年代ということをおっしゃられたと思うんですけども、その80年代くらいまでに多分今ある問題全部出てるんだと思うんですね。でそういうことなんかを振り返るときに多分吉本さんっていうのをもう一度全部見返すと、その戦後史とってとてもよく分かってくるっていうか、よく分かるっていうか、いろんな問題点が多分現れてると思うんです。だからそんなことを思いましてですね、だからこういう会に来た時に誰かそういうことをやってくれる人がいないから、僕はもう年ですからやる気はないんですよけどねずっと逃げてるんですけども、誰かやってくれないかなとか、そういうきっかけみたいなものがこの会の中に見えるかなとかね、そんなことを楽しみにして来たわけです。80年代っていう話が先ほど出ましたけど、だからそういうことがそういうかなということを思っております。そんなことを込み込みというようなことで、はい、ありがとうございます。古橋さんと名簿に載ってるこちらの同じ国文学者の松村雄二さん、私の先輩で、70年前後の大学紛争の頃に、何と言いますか、全教頭っていうかなんかそういうことをやっていて、それでその後どこも行くとこなくなっちゃって、でそういう人たちがみんな集まって塾みたいなのを作ったんですね。その時の先輩が古橋さんと松村さんで、古橋さんはもうその当時から吉本龍明の共同幻想論をなんていうんですか、モチーフにした古代文学論っていうのを書いていて、それで塾は主に中学生に教えてたんですけれども、中学生のテキストに古橋さんは古代文学論の自分の共同幻想古代文学論をね、中学生に教えるっていうのをやってましてね、大変な人でしたけれども、ありがとうございます。必ず今のお言葉を受け継いで、やられる方、この会場にも非営の方何人もいらっしゃってますからご安心ください。それでは、次に私たちのこの王朝期、の準備メンバーの一人で、あります元毎日新聞産経新聞でずっと記者をされてきた脇地圭さん、どうぞゆっくりお飲みになって、コーヒーがこちらのポットに用意してありますので、向かいのセブンイレブンから調達したもので美味しいコーヒーですので、どうぞ1人1杯分ずつ準備してありますので、ポットからお継ぎになって、脇井さんどうぞ。脇地と申します。毎日新聞と産経新聞が渡り歩きまして、その間にセゾン劇場の宣伝部長をやりまして、で最後は偉そうに大学の先生をやりました。今の一緒です。先ほど吉松さんのお話で海と吉本さんの関わりと吉本さんから受ける吉本さんの書いたものから受ける印象と海というようなところで委託感銘したことと、それから三上さんの中上君の話がありました。ちょっと中上君は私の6年の後輩で仲良かったもんですから、それでちょっと文をわきまえず手を挙げて先に喋らせてくれというふうに申し上げました。吉本さんというと、私にはどういうイメージかというと、私が育った熊野の漁村のガニ股の漁師たちということになります。で、別にガニ股でなきゃならない必要ないんですけど、
事実そういう人たちが多かったんですよね。つまり複数です。複合されたそういう利用者のイメージということになります。で、これからちょっと身の上話になりますが、私のうちはその小さな漁村の中で得意でして、教師のうちですね。真剣な教師でどういうことないんですが、短歌をひねり、歌を歌うということになりますと、これかなり異質です。で、その真剣な教師の世代というのは私だったわけですけれども、ある要するによくいじめられもしましたし、理由もなくですね、それからそういうじいさんとか親しい漁師、あるいは一人で魚を釣ってる時、そういう時に構ってくれる漁師、そういう人たちからそうですね、いつから始まったか分かりませんけど、ある複雑な視線、声を浴びせられるような気持ちになりまして、それ安保とそのあと極めて鮮明になりまして、どういうことかと、例えばそれ的に言いますとこういうことです。お前のところは、お前のうちのことら、わしは何でも知ったらべ。私の後輩である中身聞かせてやりたい。このニュースからパッと分かるはずです。お前のうちのことなんか、俺は全部分かってるよと、こういう意味ですね。お前のうちのことら、わしは何でも知ったるで。つまり何て言うんでしょう、僕はそのイメージに、自分でこしらえたイメージでしょうけども、なんていうかもう僕の根底から否定されるというその悪意を受け取った。それずっと続いて吉本さんインタビューが僕にありますけれども、その中にそれはちょっと含まれてるはずです。で、この僕の生存の根拠をなんて揺るがすみたいなこのイメージっていうのは、同時にお前は小さいさか知らないけどの、翻訳しますと、お前はまだ小さいからやむを得ないけどねというのが同時に響いている。でこれに悩まされて、それこそ白昼夢にも実際夢にもあられたと言って間違いないと思いますけれども、そういうことがについて何かヒントをくれたなというふうに確かに感じさせてくれたのが吉本さんでありました。吉本さん冒頭に申し上げたように吉本さんは海の人ということになるんですよ。僕の場合ももっと直接的に漁師ということになります。で、なんて言うんでしょう、そういうことに気づいた時からなんていうか、自分のそういうその怯えみたいなもの、これはその革命家たちからお前反革命たちと脅される時の感じ方と同じなわけですけどね、その根っこはそういうところにあったんじゃなかろうかというふうに僕はずっと思ってきたわけですけれども、それが、吉松さんのお話に関連して申し上げたい一つです。つまり何て言うんでしょう、
で彼らは僕は絶対正しいと思います。しかしそういう正しい人たちもう正しいと思っちゃそれはやっぱりまずいんだよというのが吉野さんの場所だったの。確かこれ40年ごめんなさい70年前後の敗北の行動が出た頃だと思いますが、要するにそういう浮き上がり現象、自立という言葉に概念に関連して浮き上がり浮き上がり現象ということについてルール述べておられると思います。つまり浮き上がりっていうのはそういう大衆から浮いちゃってるということ、知識の自然過程ということ、そういうことについて言っておられて、実は私もそれがあるんだということを吉野さん講演の中で喋っておられる。それ気をつけていると。ああそうかと。要するにそういうところで吉本流の一の方を考えたら入っていったらいいのかというふうにどっかで納得したような気がしており、今それまた今もなおそれ実践しているつもりでいるわけです。吉野さん一目ですみませんでした。そういう話です。最後に吉本さんとお別れした最後は8年前清方光さんのお別れ会です。その時吉本さんのそばに空いてるのをいいことにしてそばに強引に座りまして話したんですが、で食べ物のことの他に話したのは吉野さんが少年の中で述べておられる西という貝の話です。これお父さんが天草からですからなんかもったいつけてつけた表情してるとか行動してるっていうのをなんか西ガムというような言い方するみたいですね。でそれは吉本さん西という貝があってそれ苦いんでそれ噛んだ時のその感じに似てると、正確かどうかは分かりませんがそういう解説しておられる。ところがそしてその西ガムが出てきた根っこはその西という貝であると書いてあるんですね。喋ってるんですね。いや僕びっくりしまして、西っていうのは熊野にもあるわけです。これホラ貝のひ孫みたいなちっちゃな貝なんですが格好同じです。で普通あれ関東じゃ知ったかっつって大体何でも食えるんですけど、もう少し関西行くと種類が多いんです。多い関東にないところにそのホラ貝のひ孫この根が腹渡がものすごく苦い貝食えないんです。あそうかということで吉野さん熊野の西って言うんです。海ですねって言って僕言ったんです。海ですねって言ったら吉野さんちょっと考えて、いや海というより島ですねこうした。これについて今一生懸命考えてるんですけどよく分かりません。島ですねと言いたいけど、ただなんていうかそういうふうに島々伝え歩きしたそういう大衆みたいな大変複雑な含みがあったんだろうと思いますけれども、そういうふうに僕は勝手に僕なりのイメージをこしらえまして、でどっかホッとしているという感じです。それだけを喋りたくてお一人にしました。どうも失礼しました。どうぞ皆さんごゆっくり、されてください。立食ですとなかなかこの長いスピーチを聞いてると疲れも出ますけれども、たまたま椅子がたくさんありましたので、ゆっくりどうぞ食べながらお話聞くようにしてください。
それでは前回ぜひ来ていただきたいなと思っていたんですけれども、なかなか実現しなかったところが、今回は、出席していただけるということで、山本哲司さんにお話しいただければと思います。山本さんは何と言いましても吉本さんの心的現象論本論っていうものすごい何て言いますか思考に何十年と連載したものを、執念で本にされた方で、もちろんご自身の業績その他非常に優れたものを持っていらっしゃいますけれども、その心的現象論本論を本にされたことについては、皆さんもよくご存知だと思いますけれども、ぜひ一言お願いします。もう私が学んだ先輩方ばかりいらっしゃるところで非常に僭越なんですけど、吉本さんの心的現象論の本論はですね、ちょっとアソシエっていう会がありまして、そこで心的現象論について講義してくれないかっていう、その時に鹿版でまず一回まとめて、でそれで誤植とか語気とかですね、それを一応チェッキングしまして、でそれでその本を持って、ここまで来たんで、この際本にしませんかと、申し上げたのが一つと、それから私自身がもう出版社に嫌気がさしてたもんですから、自分で出版社を立ち上げました。でそこに吉本さんの本でですね、非常に僭越なんですけども権威づけをしてほしい。それで企業関係に援助資金を入れていただきまして、でその援助資金は全部援助資金っていうのを借りてですね、でそれで作りまして、全部ちゃんと借金も返済して、でそれでいわゆる本を仕上げることができました。でそこに参考者の戦後55年を語るっていう全部で15冊引き上げたものがありますけど、その参考者の社長の高橋照夫さんが編成等を全部やっていただきまして、かなり編集関係総動員してですね仕上げたということです。でその仕上げたと同時にこれの英訳を何とかしなきゃいけないということで今アメリカ関係の方に、呼びかけてるんですけども、なかなか、マルクス報道もちょっと翻訳した中国人の学生がテキサスの方にいるんですが、その学生も僕大学教師になりましたけど、その彼をちょっと中心にしながら翻訳を何とかしていきたいというふうに考えています。で心的現象論の翻訳が出たらですね、世界がぶったまります。で心的現象論の地平に世界の思想は届いていません。それで先ほどちょっとなんか僕は読んでるんですけども、吉本さんを古いなんて言ってる人間は単なるバカです。で吉本さんはですね、これから本当に読まれて世界思想の中にきちんと居続けられなきゃならない大思想家でありですね、それから吉本さんの思想理論地位に届いてる世界の人っていないんですよ。でこれ僕はちゃんと勉強してますから、フランス思想もアメリカの思想もですね、アングロアメリカもちゃんと勉強してますけども、とても誰も届き得てない。でそれがわからない大学教師のバカ盛りに、いい加減に嫌気がさせて僕大学教師も取ってやりましたけども、そこはですね相当しっかりとこれから我々が心してやらなければいけないということと、それから僕の知り合いのフランスの哲学者とかアメリカの哲学者に言ってますけど、お前さんたち吉本というのは読めないだろうってざまみろと言うんですね。でこれを読まずしてあなたたち思想理論を絶対に語れませんよっていうで、そういう地平にあります。でこれは例えばですね、今僕はラカンとそれから吉本さんの、共同幻想論と心的現象論と言語美を重ねないとラカンに
対応できないんですけども、羅漢の限界が非常に鮮明に見えている。でそこのところはいわゆる表質論、幻想論、心的というものの重なり合いが、羅漢が蘭外樹という形と死に不安という形で処理してしまったところのですね、間の隙間を根本的に組み立ててるんですよ。でそういうところのちょっと理論作業を僕はこれ僕の役目だというふうに思って今やっておりますけれども、非常に何て言いますか大事な世界線での、つまり別な言い方すると日本という文化と言語の土壌になければ出来上がらなかった思想だということですね。でその日本の文化と土壌に即した思想ということで、今ちょっとものという形で私なりの思考をやってもおりましたところ、近世のやっぱり人才、それから祖法人才、それからオリオスライ、これでマリアン・マソロンでですね、吉本さんが指摘していることを見事にやっぱり射抜いてます。でマリアン・マソが全然なってない。でマリアン・マソっていうのは僕から言わせると東大の教師でなければ誰も相手にしなかったと思うんですけども、和辻哲郎からですね、時枝正樹もそうだし、それから申し訳ないんですけど広松さんもそうなんですけど、東京大学哲学っていうのは間違いだらけのものを作ってるんです。でこれが吉本さんの思想基準からいくとですね、学問的研究的に鮮明に見えてくるんですね。でこれを今度逆に言うと大学の教師がやってない。で大学はまあできないから大学の教師になれてるんですけども、そういうまだ日本のですね非常に停滞したその次元にあります。でそれが吉本さんを要するに原発がどうしたとか反核議論がどうしたとかっていう次元で吉本さんを読んだつもりになってですね、で吉本さんを否定したり排除したりあるいは無視したりっていうようなことをやってる。まあそういう中で、僕だけが言ったっていうことはどうしようもないんですけども、少なくとも、世界思想世界理論の地平で吉本さんをきちんと位置づけ直しながら、世界というものをもう一度読み解いていくという作業をまさにこれから本当にやっていく時代になっていくだろうというふうに思います。で僕自身はもう自分で吉本さんの人柄とかもう何て言いますか、もう頭が下がっちゃうだけのことで、ひたすら自分に向かって吉本主義者になるまい、吉本主義者になるまいと言い続けながらですね、で吉本さんのある種の外在化された地平をなんとか掴んでいこうということをやっております。でこれはちょっと自分のことを申し上げますと、大学闘争が終わってどうにもならなくなってメキシコへ行って、でメキシコでイヴァン・イリーチのところで勉強していながらですね、でメキシコのスペイン語でほとんど構造主義のものっていうのは僕はスペイン語から読んだんですけど、スペイン語で読んで、それから膨大な文献があるということを初めて知って、海外移入とかなんとかなんて言ってるけど、海外移入なんて何にもされてないじゃないかというですね、現実に気づいて、その後はフランスへ行ったりイギリスへ行ったりしながら海外の研究者たちとの交流を深めてるんですけども、ようやく最近逆に移入が少しマットになってきています。ようやくマットになってきてる。で今までのひどすぎるんですけども、ようやくマットになってきていて、だけど60年代70年代の吉本さんと並行してなされていた非常に困難な難しい思想というのはまだまだ翻訳もされてない。でその先のですねポスト構造的なものが上っ面だけで、今さっきの名前が出てきましたけど、安っぽい学者たちによって、それからこれははっきり言いますけど商業出版の要するに低次元によってですね日本で再生産されている。でこの壁をなんとかともかくぶち破らないとならないということで、そういった意味で面倒くさいんで
自分で出版社を作っちゃって、で海外の人と直接交流しながらですね、今作業を今進めているというようなことです。で、第一式人の時代が終わったっていうふうに言われますけれども、それは本当そうでして、吉本さんで終わったのと、それからメキシコでは今年オクタビオパスが生誕100年なんですが、オクタビオパス終わってる。で、こういうオクタビオパスとか、それから吉本龍明っていういわゆるアジア的な世界にいるですね、偉大なる思想が世界で、まだまだきちんと扱われていない。だから僕の友人で、アウスティンという人類学者がいるんですけども、この人類学者はレヴィストランスなんかの比ではないんですね。で、そういうようなことは全然まだなされてないという、非常にまだ低開発文化日本の状況なんですけども、そうした中で今僕はともかく死ぬ前になんとか吉本さんの心的現象論の英訳だけはなんとかどっかでですね、なんとかして出して死にたいというふうには思っております。で、心的現象論は正直言ってほとんど読まれてませんので、これはですね非常に優れた歴史論です。で、単なるフロイトとかその心的な問題を扱っている本ではありませんので、ぜひとももう一度ですねしっかり読んでいただければというふうに思います。それからもう一点だけちょっと申し上げますと、共同幻想論は実は古事記、今三上さんたちと高橋選手たちやってるんですけども、共同幻想論の古事記論は間違いだらけなんですよ。これでところが間違いだらけをどうして僕は分かったかというと、共同幻想論を使うことによって分かっている。で、つまりどういうことかと言いますと、吉本様はあそこで日本書紀とそれから古事記とどっちを使ってもよかったって言い方してますけど、日本書紀を使ったら共同幻想論は絶対作られてない。古事記論をやったことによって作られています。で、その古事記論によって作られた共同幻想論は何かというと、これもやってみて分かったんですが、高間原共同幻想と芦原中国共同幻想と読み国共同幻想、でこの共同幻想の一層が違うということをですね、吉本さんの共同幻想論を突っ込んでいくとそういうふうに読めるんです。で、今度微逆な言い方をすると、古事記研究者たちがどうしてみんなとちってるのかっていうこともこれも分かったんですけど、共同幻想概念がないからとちるんです。ですから梅原拓司から始めてですね、もうほとんど全滅状態、古事記は何にも理解されてない。で、これは吉本龍明の共同幻想論を持ってこないと絶対に読めない。で、こんな作業を学者たちが要するに怠慢で放棄してるということがですね、僕から学生の時代から大学教師を吊るし上げてるわけですけども、いまだにですねやっぱり吉本さんへのその対応といいますか姿勢というところで僕は測定はできるというふうにちょっと思っています。で、いずれにしても先ほど申し上げましたように学者って 99% バカですから、バカな集団が集まってそれでバカな学生を教えてバカの再生産がもう50年から100年続いちゃったってことですね。で、この日本が滅びようとしている時に本当に何らか一人でも二人でも吉本龍明というもののその思想と理論とその深みの意味をしっかりと掴んでぜひ次へつなげるような作業はしていかなければいけないということと、それはまあ少数でしかないんですけども、その少数でもともかくやりきるということを私は目指しております。それからすみません、もう一点お詫びだけしておきますと、15巻になっちゃったのは実は15巻にばらまいて商売してるんじゃなくて、一巻一巻ごとに当時の思想家評論家の方たちに同時代的に語ってほしかったんです。でそれをアプローチしましたらほとんど全員がですねもう倒壊してまして対応できないんですよ。これでもうはっきり言いますけど、沖谷秀明とかですね、そういう人たちがもうどうしようもないで、小川邦夫さんだけ好意的にやってくれるんですけども、これも本当僕もがっかりしちゃったんで、内村大輔さんもダメだった。でそれで要するに同時代的に作れなかったんです。
であれは本当同時代的にちゃんと吉本龍明のその時代のその当時の思想家と理論家を入れてある一冊一冊を全部作る予定だったんですけど、それがちょっと破綻しちゃいまして、それで非常に申し訳ない結果になってしまったんですが、これはちゃんと今年うちの出版社で全部一冊にまとめ直してますので、非常に貴重な記録ですので、それだけはちょっとお詫びを申し上げたいということと、ごご期待ということでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。なかなか吉本龍明後派中の後派の山本さんのお話で、確かに心的現象論は序論から本論まで、絶対もう世界レベルの思想ですから、早く英訳してそれで多くの人に、世界中の人に読んでいただきたいというのがあります。それからあとは学者はバカな人多いですけど、ここにも学者来てますけれど、皆さんアカデミズムからはどっちかというと異端児の人たちでそういう方ではございませんので、ご安心ください。それではどうぞご飲食続けて、死後などもどうぞ続けられて結構ですから、指名受けた方はどんどんここでお話しなさってくださって、テーブルはテーブルでどうぞお話ししてください。それでは、吉本さんなんて言っても詩を書いていた方ですので、やはり詩人の方、何人もいらっしゃっていただいて、本当にありがとうございます。私たちの中では本当に詩の詩歴っていいますか、詩を書いていたそのキャリアの長い方で、早い時期から吉本さんの詩もよく読み込んできて、で当時思考、それから北川徹さんのアンカルワっていう自立詩があったんですけど、もう一つアポリアっていう雑誌があったんですね。でこのアポリアを、共同編集で酒井信夫さんと、それから、中村文章さんっていう2人の詩人で、かなり長くやられていました。昨年は酒井さんにも中村さんにもいらっしゃっていただいたんですけど、今回中村文章さんはなんかご法事で来れないということで、酒井信夫さんに一言お願いします。酒井のよろしくお願いします。吉本さんについて、あるいは吉本さんが書かれた、内容については皆さん方がいろいろお話しされているんで、私は非常に個人的なことだけを述べたいと思います。私のようなものが吉本さんについて語るというのは非常におこがましいとは思うんですけれども、今日ご指名いただいたので、少しだけお話しいたします。私にとっては吉本さんは単に、影響を受けたとか愛読者であったとかいう方ではなく、私の精神のありようを基礎から築いてもらった、あるいは基盤となった方と言えます。それは単に文学や思想とはどのようなものかを教えられたのではなく、この世界や人間とは何かを根源的に示された存在だと言えます。吉本さんの交換された評論集2冊は1959年ですし、視聴者版の詩集はその頃と思われます。その3冊と出会ったのが、私が20歳を過ぎた頃のことです。このことが私にとって決定的なことでした。もちろんそれからいろんな本を、何度も聞きましたが、これほどの衝撃はありませんでした。それからほぼ30年間、
吉本さんの本が出るたびにすぐに買ってすぐに読むという際が使いました。それでそれぞれの本について、話す時間はありませんけれども、一冊だけを挙げますと、それは、1974年の、最後のシーンなんです。これも詳しくは話せませんですけれども、これほど何事かを納得させられた書物はありません。それから個人的な事情もあって、1995年、90年頃からは吉本さんの本を全部読むことをしなくなりました。私は文学とか思想は表現されたもので十分だと思っていましたので、吉本さんにお会いしたことは一度もありません。講演を聞いたのもたった一度だけです。ただ残念なことに吉本さんが亡くなる前に原発についてのインタビューを読みました。タイトルは「反原発で猿になる」というものでした。吉本さんは人類が積み上げてきた科学の成果を一度の事故で放棄していいのかと言われていました。この発言は核のゴミとか放射能に対する恐怖とかではない、全く別の理想と思われます。私は吉本さんに向かって、もういいじゃないですか、これ以上科学を発達させなくても人間は生きていけますよと心の中でつぶやいていました。私が生涯を通じて信頼してきた詩人であり、思想家であってであった方が最後になってそう思ったことは本当に残念なことです。それでも私の中では今も吉本さんは精神の中心に幹として立っています。以上です。ありがとうございました。酒井さんは私はもう本当に20代の頃からの最初に出会った詩人で、物書きの先輩なんですけれども、その当時から本当に何て言いますか真摯な姿勢で、物事を考え見ていくっていう、今のお話でもずっとその姿勢は変わっていないような感じがしました。それでは詩人の方何人もいらっしゃってるんですけれども、特別吉本さんの詩とは限らずに、いろんな話をしていただければありがたいんですけれども、野村清夫さん、よろしくお願いします。野村清夫さんは日本の詩詞について吉本さんとも対談されたり、近代詩詞についての、お仕事吉本さんを通して非常にその大きな業績を上げておられます。もちろん詩人としても非常に優れたことです。よろしくお願いします。今紹介いただきました野村と言います。普段は詩を書いている一回の詩人ですので、詩の話をしようと思うんですが、吉本さんとは生前たった一度だけお会いしたことがありまして、今神山さんの紹介にもありましたが、日本の近代史や現代史についての話を吉本さんに伺いに行くという現代史手帳の仕事でして、2000年代に入って何年か経ってからだったと思いますが、一度だけ吉本さんのお宅にお邪魔して数時間お話を伺ったことがあります。それだけなんですけど、接点はそれだけなんですけれども、それから接点といえばもう一つ吉本さんがやはり2000年代に入ってからだと思うんですが、現代日本の詩歌という、著作を出された時に僕の詩のことも取り上げていただきまして、夏吉林さんも入ってるやつですね後に「詩の力」というタイトルを著
血の力というタイトルに書いて文庫化もされてますけども、その中で多分僕の詩をさっと瞬間的におじの詩ですからね、さっと瞬間的に読んだだけだと思うんですけれども、でも実に見事に、本質を捉えていただきまして、その野村の詩っていうのは難解な隠喩の詩だっていうふうに言われまして、ありがたいんだかありがたくないんだかよくわからないような評をいただきまして、ただその後に付け加えられた言葉がとても印象的でして、でも野村の詩を読んでいるとなんとなく気持ちが良くなるって書かれてあるんですね。そこに僕は大変感動して嬉しくなりまして、僕自身詩というのは快楽だと思ってますから、あるいは閲楽だと思ってますから、本当にその詩のポエジーの本質をついて、いただいた発言だと思って今でも忘れられないんですけれども、さて、吉本さんの詩について一言、申し上げて終わりにしたいと思いますが、吉本さんの詩は僕も若い頃から、親しんでいまして、それこそさっき福島さんが朗読された「転移のための10編」などは高校生の頃僕自身ちょっと社会に対する抵抗といいましょうか、反抗といいましょうか、そういうアクションをしていたものですから、その時の着付け薬みたいな感じで、読んでいた記憶がありますけれども、その後時間がかなり流れまして、1980年代に入ってから、吉本さんがこの「希望の森の伝説歌」という詩集をお出しになりました。今日持ってきましたけれども、とても懐かしいんです。これは僕大好きな詩集の一つです。それからもう一つ同じ1980年代にですね、こういう著作も出されているんですね。ご存知だと思いますけど「言葉からの触手」という、これ僕大好きな本でして拝読しているんですけれども、先ほど吉松さんが広景編の中から海の手という言葉が出てくる詩を朗読されましたけれども、まさに海の手がですね、このあれから数十年後のこの傑作である言葉からの触手になんか変容しているって感じがして、先ほどの吉松さんのお話をとても興味深く伺っていましたけれども、こちらに戻りますとね、この「希望の森の伝説歌」に戻りますと、この詩集を読むたびに印象的なのは、この中に母あるいは母なるもののイメージが散りばめられていることなんですね。これから僕の独断と偏見になりますけれども、吉本龍明における母なるもの、あるいは、なんて言ったらいいんでしょう、第一的な女性性と言い換えてもいいんですけれども、それが吉本龍明の、詩の定義を成しているような気がするんですね。でそれだけではなくて、その後母系論という、これも大変重要な書物だと思うんですが、その母系論という思想的な書物も、吉本さんはお書きになっています。ということは母なるもの、母的なものが吉本龍明の詩と思想をつなぐ何か非常に重要な規定になっているような気がしています。僕も直感なのでまだそういうことは文章にできないんですけれども、機会があったらそのあたりのことをちょっと書いてみようかなと思っています。以上です。どうもありがとうございました。
野村さんありがとうございました。吉本さんは荒地の雑誌の同人で、いわゆる荒地派というふうに言われていますけれども、例えば専門の荒地の詩のエトスを受け継いだ方は今いらっしゃる方でいうと北川徹さんなんかがいらっしゃると思うんですけれども。そうじゃなくて、いわゆる第三の詩第三の詩人たちって言いますかね、そっちのタイプの詩人の系譜の人も非常に熱いなんて言いますか、深い目で読み込んでいたというふうなところがあって、野村さんは渋沢康介さんのお弟子さんで、渋沢康介さんの定長期っていうやはりまた毎年1年に一度やられているそっちの仕事されてるんですけれども、野村さんにつきましての、先ほど朗読していただいた吉松さんについても非常に高い、深い目で評価して、それだけ吉松さんというのは非常に何て言いますか何かとらわれない目で物を見るというところがあります。現在野村さん読売新聞で詩の授業を毎月されてますけれども、それ読ませていただいていると、そういう吉本さんの鑑賞眼のようなものを野村さんは非常によく受け継いでいるなという感じがします。何か機会あったらぜひ絡んでそれではこんなふうに言うとどうかなと思うんですけれども、いわゆる荒地派の詩の系譜エトスのようなものを受け継いできている詩人として、添田薫さん、それからその後築山富夫さんにもお話を伺います。添田さんから一言お願いします。はじめまして、添田薫と申します。詩人とあと秘宝なんかも書いている者でございます。今ご紹介の中にですね、荒地派の系譜とも弾いてるというなんかあまりちょっと身に余る紹介があったんですが。やっぱり戦後史の原点が荒地にあるということはもちろんそのように思っておりますし、当然吉本さんですね、吉本さんも最初に出会ったのは詩人としての吉本さんに出会ったというのが最初でございます。で、実は私も1955年全く戦後生まれでございまして、ちょうど吉本さんは私の亡くなった父親と同じ年で、いわば自分の父親の世代の方ですね。それで、あくまでもやっぱり気持ちの上ではなんかどうも吉本さんというと自分の父親のような存在でもあったということで、当然そういうことで言うとすごく親近する反面反発する部分も多々あった中で、ずっとつながっていたというこんな感じであります。で生前ですね、お会いしたこともそんなにたくさんお会いしたことはないんですが、一つだけですね、一番印象に残っている出会いの場面というのが、ちょうど今もうちょっと後ですかね、4月ぐらいに吉本家で当時90年代の初めぐらいだと思うんですが、谷中の墓地でですねお花見をやってらっしゃいまして、でそのお花見の場にですね呼ばれてるというか勝手に行ったわけですね。でご家族の方とかいろいろ関係がある方斉藤さんなんかも今日いらっしゃってますけどお越しになっていた中で。たまたま私の席がですね、吉本さんの隣、ちょうどみんなでご座っていうか引いて、車座になってわーわーやってたわけですけど、吉本さんとちょうどたまたま隣に私がちょっと座る、光栄を得ましてですね、これは、何かちょっと話したらいかん話しなきゃなっていうのがありまして、で当時ずっと疑問に感じていたことを吉本さんにも質問したんですね。それは何を質問したかっていうと、
共同幻想論の中でずっと自分がその疑問に思ってたことが一つだけあるのは、共同幻想自体の消滅が革命のそのテーマなんだっていうことを確かどっかで書かれてた。でそれがずっと引っかかってまして、っていうのは共同幻想そのものが消滅したらね、例えば死んだ人間をどうやって弔うんだとかですね、いろんなことが疑問として出てきたわけです。例えば亡くなったら世に行くとか、葬儀礼もあるわけで、そういったことも全部なくしていいのか、あるいは救い神社もちょっと違いますけども、あれも共同幻想の一つの表れというふうに考えて、あれは亡くなったからといって大したことないと思うんですが、ただ個々人がその自分の家族を弔ったり想像したりする、そういうことまで、否定しちゃっていいんですか。そんなことをですね、なんか吉本さんに本当今思うと冷や汗が出るんですけどぶつけたことがあるんですね。そしたらですね、吉本さんそれに対して何ておっしゃったかというと、いやそれはアフリカ的段階がですねというか、アフリカ的段階の話を渡りされたんですね。あ、そうか、一発で分かりました、私。思想的な質問に対して学校の先生のように君これはこうだからこうだよと、そういう回答は絶対ありえないんですよね。つまり私が疑問に思ってた内容っていうか本質をパッと多分ご理解いただいたと思うんですよ。でいきなりそれに対してアフリカ的段階だっていう、それでもう私ね全て分かったんですね。なんか変な話なんですけどそういうことがあって、それはもう本当忘れられないです。でやっぱり思想っていうのはこういう何と言ったらいいんでしょうか、伝達性というんですか、つながるっていうかパッと分かるっていうか、そういう瞬間があるんだなというのが非常に印象に残ったことがあります。であと、今回、王朝期、第2回目ということで、吉本さん亡くなってからもう本当3年経つわけなんですけれども、個人的なことを申し上げますと、その間にですね、追悼文といったようなことを書く機会が依頼もあったりあったんですけど、どうしても自分で書けなくて、追悼文じゃなくて吉本さんの今ぶつかってルイスの取材について書かせてくれているので、追悼文自体は書いてないんですね。でなぜかというと、やっぱり吉本さん亡くなる前に2つ私にとっては非常に大きな課題を残されていたというか、一つは原発の問題ですね。原発を脱原発っていうのは違うということを一つおっしゃって、それに対する非常にちょっと自身のリバレンスな心情があったということもありますし、あともう一つは文藝春秋でやっぱり3.11以降ですね、一番大きな問題は何だ、やっぱり若い人たちのその仕事がないっていうか、長時間労働問題が一番問題なんだってことをおっしゃってたと思うんです。この2つですね。で原発の問題と長時間労働の問題っていうのはまさに反核理論からですね、俳優明治論において吉本さんが展開しようとしてきた延長にある問題として、自分自身が一番身につまされているところでもあったので、それを抱えている以上ですね、とても追悼文なんて書く気持ちにはなれないということで、追悼文自体は書かずに吉本さんが残されたそういった内閣的課題について、いろんなところでちょこちょこ自分の考えを述べていたというのがこんな現状でございます。で、吉本さんの、息子の世代としてですね、追悼文は私は書いてないんですが、ちょっとね、一つですね、やっぱり私と同じ年で、兼近慎一郎君っていう今パリに住んでるんですけれども、彼が視聴者からパリメランコリアというこういう評論集を最近出されてます。この中に彼が書いた吉本さんの追悼文があるんですけど、なぜこれを今日持ってきたかというとですね、同世代の人間が書いた吉本龍明の追悼文として、ミシェル・フーコーのパリで吉本龍明の訃報を聞くっていうのがこのタイトルですね。ミシェル・フーコーのパリで吉本龍明の訃報を聞く。この追悼文がですね、同世代の人間が書いた文章としては、これはもう私は名文だと思いましてですね。で、ちょっと私の言葉の代わりに彼がこの中で書いたですね、ちょっと言葉をちょっと弾かせていただきたいと思います。
まあ、森近君っていうのは今フランスにいるわけなんですけれども、なぜその吉本がフランスで受けないかっていうこととかですね、いろいろ分析をしてまして、非常に面白い内容になっております。その中で、吉本さんは日本語という極地につくことにおいて、極地っていうのは曲は放送局の曲ですね、地は地方の地ですけれども、吉本さんは日本語という極地につくことにおいて、表意するっていうことをつくですね、つくことにおいて、近代日本語の主格の強度から非認証としての日本語、鍵括弧、異語、異なる言葉へと思うことができたんではないかと。まあ、どういうことかというと、日本に自閉する、これも彼の言葉ですが、日本に自閉する意味のポテンツが世界性へと裏返る、そういうことなんですね。で結局、世界層なんてものはないということを彼は言うわけですけど、それはやはりその吉本さんの有名な「人は何か」の中に、その井の中の蛙は井戸の外に幻想を持つ限りではその井の中だけれども、井戸の底がその世界につながっているということを分かればその井の中の蛙じゃなくなるっていうね、あれのことがまさに言えてみような表現で書かれているということがありました。それをちょっとご紹介したくて、ちょっと今日ここに持ってきたような次第でございます。どうも失礼いたしました。ありがとうございます。いいですか。はい。今のちょっと一言。ちょっと一言ね。今ですね、非認証の異なる国って言いましたけども、いいですか。主語述語がある言語なんていうのはヨーロッパの2割方でしかないんですよ。非認証という述語的な言語が世界の言語の8割を占めてるんです。そういう無知が西欧にはびこってるんですよ。それに毒されてるバカ学者だと。これだけはもう断定的。僕の言語論があるんです。後で話しましょう。長くなる。山本さんと月村さんが話し出すと長くなる。でも迫力ありますね。添田さんは本当にね、気芸の評論家ですので、先ほど古橋さんがこの吉本さんの思想を継ぐ人が出てくるのかって活を入れてましたけど、必ず今添田さん、これから話していただく月山さん、どんどん出てきますので、ご安心ください。月山富夫さんは今北海道にでやはり詩と評論を書いてる高橋秀明さん、それから草壁智也さん、3人で非常に優れた同人誌、作ってます。ライデンっていうタイトルの同人誌なんですけども、詩の詩歴もキャリアも長いですし、評論誌で優れたよろしく出されてるね。ご紹介ありがとうございます。月山と申します。細々ともう結構長いんですが、詩を書いております。なんだかボレロ的情熱の方がこの回は多いようで、それもいいと思うんですが、私は短く、まとめようと思って何を言おうかなと思ったんですが、昨日が三回忌の命日ということで、空を見上げましたらすごく綺麗な高校とした満月が出ておりまして、吉本さんはこういう時に死んだのかと思ったんですが、本当に新暦と旧暦がたまたま一致して、今日が西行の有名な歌にあります如月の望月の頃だったんですよね。たまたまあってほとんどずれていくんだろうと思いますが、春のちょうどなんか昨日から春だなという感じがした方も多いと思うんですが、そういう春の訪れとともに、王朝期が来るという
そういう意味ではいい時に亡くなられたんじゃないかなと思いました。それからちょうど証言者の方が見えておられますけれども、第1回の配本がやっとできたということで、飾ってありまして、ものすごく大きな大手の出版社がみんな萎縮している中ですごく大きな決断をなさったということで、本当もう大きな拍手と、ここにいらっしゃる方はみんな同じだと思うんですが、応援したい気持ちでいっぱいであります。社運をかけたなんていうことが朝日新聞に出てたと思うんですが、これでこの企画が成功して小文社が昇竜の勢いになることを願っていますし、その可能性は十分にあるんじゃないかなと思ってます。私は吉本さんの影響を受けてきたつもりなんですが、なかなかお返しはできないでずっと来たんですけども、亡くなってからいろんな思いが込み上げてきまして、かろうじて追悼文を2つ書いて合わせても40枚ぐらいなんですけども、それでまあ1割ぐらいは少しお返しができたかなと思っています。でこれから9割は到底無理なんですが、まあもう1割ぐらいは頑張って勉強してやってみようかなと思っております。そんなところで次の方に。月山さんは大手出版社の構成の仕事を、何十年もされてきて、そちらの方でもプロ中のプロですので、今の本の話なんかも、説明するわけなんです。吉本さんは詩人で評論家で思想家なんですけれども、文人吉本龍明っていうのはどうなのかなっていう感じがちょっとするんですけど、でもやはりその文人っていうところが吉本さんにはとてもあったというふうに私は思ってます。で、そういういわゆる文人的なものを身に置いている詩人として、岡本勝彦さんご紹介します。岡本さんは淑徳大学の市民講座の事務局長でもあります。はじめまして、岡本勝彦と申します。大先輩をお願いしていると僭越なんですが、私の吉本龍明さんとの3つの関わり、お話しさせていただきたいと思います。1つ目は1992年なんですけれども、私、淑徳大学福島大学のエクステンションセンターで国会講座を担当しておりまして、当時、日本近代文学会で国文学の創設顧問だった三好幸雄さんが吉本龍明さんを呼んでくださいまして、学園の100周年の公開講座ということで、その現題は高村光太郎、その近代の宿命というタイトルでした。で、私事務局でしたもんですから、写真をいただいたりお手紙いただいたりということで、その写真は、なんとなく開始遅れまして、今私の机の上にあります。それでその書状はですね、大変鋭い筆筆なんですね。文字がとても鋭い執筆をご承認いたしました。1986年に北関木さんと吉本龍明さんと、それから北川大さん等々で書の罪というところで北村の定談がありました。それは高村光太の書というのですが、吉本さんが書について、あるいは実際書をしていたかどうかというとほとんど知りませんが、大変その時思ったことは、当時は吉本さんと鮎川が別れるという時代でしたが、吉本さんの文字が親鸞の文字にとても似ているということをですね、その後私は感じました。それが第1点です。第2点の関わりですけれども、
私は第二詩集を新聞社から出した評論書を出しまして、その中のエッセイで吉本龍明さんは若き日に意識派だとか日本ローマ派についての大変関心あってにもかかわらず、伊藤詩についてはほとんど言葉がないというふうなことを書いたエッセイがありまして、それを送りましたところ、半年後の文学界に伊藤詩についての文体と言語についてのエッセイを書かれました。でそれは詩学除雪という本に収録されておりますが、たまたまそれが出た時に読書人から私の方へ書評の依頼が来たので、ぐーっと回っているなというふうな印象を受けたのが第2番目です。で第3番目は私の主張しておりますので、固有時の対話からメインのために10回ということで、固有時から定義でどういうふうにしているかというのは、これは物理的お仕事、仕事の運び、仕事のやり方ということだと思いまして、言語から言語芸術論へどういうふうに定義されているのか、あるいは構造連想論からアイメージのあるいはセメールをどういうふうに定義しているのか、あるいはちょっとこれ読み込めてないんですが、心的印象論と説から本論でどういうふうに定義されているか、その物理的運び、仕事の進め方、仕事のやり方についてですね、とてもおびも使いませんが、学びながら、自分の仕事を進めていけたらなと思っております。失礼いたします。ありがとうございます。吉本さんはどっちかっていうといろんな方が近くに寄ってきて、それでいつの間にか、吉本独自の人脈のようなものが、できていたんじゃないかと思うんですけども、岡本さんは淑徳大学の市民講座で非常にユニークな人脈を作られていて、こちらにも講師された方が何人かいらっしゃる。もう一方、詩人で評論家の方で、北村東国について研究されている方で、吉本さんの北村東国についての、考えっていうのを今回まとめられて、隊長、北村東国についての隊長も上司されています。堀部茂樹さん、お願いします。堀部と申します。よろしくお願いします。今日、何を話そうかと思ったんですけれども、吉本さんとは、社会的にというか共同性のレベルではほとんど関わりがないので、自分の頭の中では非常に関わってるんですけれども、非常に個人的なその出会いっていうのを話すしかないかなと思っていたんですけれども、北村東国と、吉本さんのことについて話せと言われたので、今ちょっと頭が混乱して慌てて最近その吉本龍明の東国っていうものを書いたんですけれども、うまく話せるかどうか分かりませんが、そこへ話は最後につなげられたらいいと思ってます。僕が吉本さんに出会ったのは、1967、8年7年頃だったと思います。当時私は、実家が商売してまして、それを手伝いながら、大学に通ってたんですけれども、ちょっと親父と喧嘩をしまして家出をしてしまいました。そして新小岩という葛飾のあるんですけれども、そこのアパートに3畳間を借りまして、当時大体田舎から出てきて東京に憧れている人は山手に行くんですね。吉祥寺とかに行くんですが、僕はなぜか新小岩という、非常にその下町のところに行きました。それは、理由は2つありますが、1つは安かったことですね。ともかく安かったです。3畳借りて2500円ぐらいだったと思います、当時。もう1つは友達がいたっていう
友人がいたっていうことで、そこに転がり込んだような形なんですけれども、で、その当時吉本さんを、知ったと思います。それ具体的にそれは何で知ったのかっていうのはちょっと記憶をたどってもわからないんですけど、ただ68年に吉本さんが全著作集っていうのを出されまして、同時に共同幻想論っていうのを出されて、それは出た当時に購入して読んだ記憶があるので、67年頃かなと思います。で、その頃、読んでいたんですけど、で次の年ぐらい、69年ぐらい、70年に万国博っていうのがありまして、その反万博という運動がありまして、私は全然関わってたわけじゃないですね。その、大会っていうのが大阪城でありまして、ちょうど夏休みだってこともあって、そう考えてじゃないんですけれども、なぜかそこに出かけていきまして、そして、もうどこに集会に行くっていうあてもないので、うろうろしてたんですけれども、その中で、あるその集会の中で、岡林信康っていう当時多くの神様と言われた、そうですね、三役留守とか友よとかで、私それ聞いてて、気に入ってたもんですから、でちょうどその岡林信康がその集会で話をしていたんですね。彼は家がキリスト教会で牧師さん、親が牧師さんで、そこからなんか抵抗してというか反抗して、ああいうフォークの世界に行ったらしいんですけど、そんなような話を私もいいから、僕もそこに、その岡林信康との関係というか自分の中での関係ですけども、で、ちょっと岡林信康の話をしたりして、で次の日デモがあったんですね。で、翌日の新聞に逮捕者1名と載ったと思うんです。どこで目にしたのか私も忘れましたけど、週刊誌がその1名というのが実は私で同時にも、パクられまして、ボコボコにされまして、顔は歪む、鼻は曲がるで、1週間タバコに入っておりまして、それを受け出してくれたのが、やはりキリスト教の教会の牧師さんで、そのお宅に1週間ほどお世話になって、なんとか動けるようになって、そのアパートに帰りまして、それから1ヶ月ぐらい半分寝てました。で、その年の秋に大学を辞めてしまいました。中退してしまいました。で、次の年に結婚しまして、結婚する以上は職がないといけないということで、葛飾の、奥戸というところにみんなが乳業の工場がありまして、そこではバイトをしていました。で、その当時ですね、吉本さんの詩を、だから、人の対話っていうのを60年前後の詩を読んでいたと思います。で、その奥戸というのは、隣が青戸という場所で、吉本さんが東洋院に勤めていた場所だったんですね。でそれを何かで知りまして、そんなようなことも頭に入りつつ、吉本さんの詩を読んでいたという記憶があります。で、正社員の資格を受けるべく試験を受けたんですけれども、結局最後に
なぜか逮捕歴があったからだと思います。で、そんなこんなしてるうちに、実家の方で父親が腹膜炎で2ヶ月ぐらい入院しまして、人手がいるということで、私はまたそこから、地元に帰りまして、家業を手伝いながら過ごしておりました。でそれが69年から70年ぐらいですね。で70年覚えてますのは、下手な詩を書いて集めておりまして、それを吉本さんに送りました。片思いだと思います、完全に。でただその時に、勇気を振り絞って吉本さんに電話をしました。幸いのことに吉本さんが出てくれまして、ここにあなたの詩はありますよ、読んでますよということを言ってくれました。で、しばらくしてから一枚の原稿にともかく書き続けることですと。ということは下手でもいいから書いていれば事かにはなるでしょうという、その程度だったと思いますけど、こちらとしては片思いですから、もうそれでしばらく生きられたということであろうと思います。で、話が長くなるんで、ここからもうちょっと話したいんですけれども、すいませんけれども、で吉本さんの僕が思想的な、吉本さんの思想的なものに、自分がその後ずっと関わってきたんですけれども、そのきっかけになったのは、この2年後ぐらいに私、短く、じゃあ全然北村トークまで行きません。要するにですね、その後子供が生まれまして、障害を持って生まれまして、病院通いを何年かしました。そんな困難がありまして、その中で私が吉本龍明の思想的な、ものとして受け取ったのは、追幻想の問題でした。と申しますのは、これもまた非常に個人的なことになってしまいますけれども、私のさっき脇さんが話をされたので、ちょっとここでそこまで話をしなければ、吉木さんとの本当の関係はわからないなということで話をするんですけれども、非常に得意な、家族というか出自で、という申しますのは、昔といえば遊郭ですね。その当時はもう赤線です。そういうところで生まれました、私は。だから非常にその性という問題で、家族のもちろん関係もあるんですけど、そういう問題が非常にわだかまっていたと思います。でそれに一定の方向性を与えてくれたのが吉本さんの共同幻想論で、共同幻想と個人幻想の核になるのは追幻想である。これ明確に言って、表現していると。それに接したときに私にとっては、何て言うんですかね、思想的な問題もありますけど、そういう出自という部分での、気持ちの問題、心情の問題としても非常に救われたということがありました。それが決定的であると僕は思っております。いまだにそこを掘っているということではないかと思います。で、話が長くなります。最後に北村東国ということですが、北村東国は、戦後ですね、キリスト教的な立場から捉えられるか、あるいは、自由民権運動の流れで、戦後民主主義という背景もあって、そういうところから捉えられることがほとんどであったと思います。私がやったことは、その東国を追幻想というところから見たらどうなんだと
いうことを広島でぼちぼちと時間をかけて、本当にそういう歩みなんですけれども、やってきたんだなと思います。で、吉本さんが戦後やっぱり近い時期に書いたものに日本近代史の源流というのがあるんですけれども、その日本近代史の源流を書く前に、1年前に北村と国章論というのを書いて、これは吉本龍明さんの吉本さんの初期集というんですかね、それにも載ってますけれども、要するに東国というのは、政治と、芸術性ということで言えば、芸術性と意味性というものを表現として初めてした詩人になったという評価をされているわけです。で、そういうところで、吉本さんの詩的な、考えの基本に近代史の研究、そしてその、根幹にあるのは北村とについての、考えではないかというふうに思います。まだまだ長いところですけれども、堀部さんと私は同年代で、パクられたような話してましたけれども、私は安田講堂でも駒場八号館でも幸いなことにパクられはしなかったんですけど、瀕死の何と言いますか思い出しまして、安田講堂の時には機動隊に追っかけられて溝に入って、それでなんとかその蓋を頭にかぶって、それで、パクられないで済んだって。駒場八号館では民政の暁部隊に投石されて、危なく重傷のところでしたけれども、なんとかになったと、同じような世代です。それでここに吉本龍明全集飾ってありますけれども、小文社さんのご尽力で、立派なこういう全集ができてあります次第です。この点についてちょっとお話しいただきたいんですけれど、まず日本経済新聞の文化部の記者されている宮川さんからこのことの経緯についてちょっとお話しいただいて、その後小文社の代表の太田さんからお話しいただきたいと思います。お願いします。すみません、宮川と申します。若輩者なんで恥ずかしい限りなんですが、飛んでるようなことではないんですが、経緯といいますか、吉本さんの亡くなる前の、10年程度何度か取材をして、そして一番最後の大震災が起こった後の5月から6月に最後にお目にかかった時に、その震災に巡るインタビューをしたんですが、その時の雑談の時に吉本さんがちょっと禅宗らしきことに、触れた話がありまして、ちょうど、何を今読めばいいですかっていう素朴な質問をしたら、やっぱり鴎外か漱石しかないと。鴎外か漱石をまず読みなさいというですね、文学は鴎外と漱石だということをおっしゃった時にですね、でも鴎外や漱石っていうのは3冊か4冊か読めば全てが分かると、それだけの凝縮したものを作っていると、ああいう偉い人たちは違うなぁと言ってて、そこで今ね、ある人が僕の、本をちょっと整理して、まとめようとしてもらっているんですと、そんなようなことをおっしゃいまして、そうするとね、僕のはどう縮めても20冊ちょっとまで膨らんじゃうんだよ、膨らんでしまうと、ダメなんだこれだけど、まあそれは
っていうような話をして、いややっぱり偉い人は違うなって言って、漱石と鴎外の話をひとしきりやっぱり、であなたもし今あれならやっぱりがんとか三四郎とかああいうの一つでも読んだら違うんだって。で直接的なそういう何かのためになるっていうことじゃなくて、本物を読みなさいということだったと思うんですけれども、その時漏れたその自分が整理してもらってるっていうおそらくそれは著作集のことだったと思うんですが、ただしね、これは出るかどうかまだわからないという段階で、そんなに出るかどうかという確信は持っておられなかったよ。実際に、お亡くなりになった後、私はその言葉が気になってまして取材をしてまして、間宮さんという、元千曲消防にいらっしゃった方がいました。で間宮さんがそういうことをおやりになっていることを聞きまして、話に行ったら、いや全然目処が立ってないと。死んだ段階で吉本隆明全集の目処は全く立ってなかったわけです。それで、どうなってるんですかって言ったら、カクカクしかじかでというので、そこはあんまり詳しく言えませんが、なかなかこうと、OK しないと、OK いかないと、もう出版社辞めてフリーでやっておられたんです。それでそういうことがありまして、バナナさんがですね、ある時、ブログに父の全集が出せないっていうような、非常にこれも有名になったブログを、お書きになってました。そういうことになってるのかと思って、これは、戦後最大の思想家というか、先ほど山本先生が言っておられましたように、世界の水準を超えてるという思想家の全集が出せないというこの日本ってのはどういうことなんだろう、というふうに思ってコツコツ取材を、重ねたりしてたわけです。そして、ある時その小文社の太田さんがそれをお出しになるって決断をされたってことを聞きまして、これは良かったと、つくづく思いました。ただこの決断、僕も太田さんに取材をしましたけれども、並大抵のものではないということが分かったのはどういうことかと言いますと、今全集を出そうなんていうような出版社は本当にごくごく限られている。最近まだ山本周五郎全集とか、いくつか出てますけれども、この38巻、吉本さんが言ってた20何回じゃなくて、最初の間宮さんの最初の構想をもう一番大きい構想で出すなんていうのはちょっとはっきり言って今の出版界の常識ではおそらく狂気の沙汰ではないかっていうぐらいの、敬遠のされ方です。例えばですね、3巻以上のシリーズ、いわゆる全集とか著作集とかそういうシリーズ、定期刊行物のシリーズっていうのをどのぐらい今出てるかっていうと、年間にここ 2,3 年だと10から20、せいぜい30、これは全集以外のものも含めます。それがこれ出版科学研究所に聞きましたけれども、70年代だと200とか少なくとも、80年代だと、100台出てた。90年代になって100を切って、それから坂道を転げ落ちるように少なくなったという状況だそうです。で吉本さんのご家族の方もこれをすごい喜んだのは、そういう中でのこういう決断があったんだということが分かりまして、僕はその詳しいその財政事情は分かりませんけれども、今吉本さんの全集が出るってことは本当に大変なことなんだという、過去の著作集が、続著作集が中断した経緯もありますし、さまざまな紆余曲折は過去にここに小川さんがお出しになった全集戦っていう過去のシリーズもありましたが、いろんな大変なことがあるということで、必ずしもこれ
これがどうなるか、38巻出るのかどうか、これは僕などの言うようなことではありませんが、そこは小文社の太田さんにお伺いしてみたいという気もします。ということで長々と話しましたが、吉本さんの全集がこうやって出たってことは本当にありがたいなというか、見守りたいなという気持ちがしております。どうも僭越で失礼いたしました。ありがとうございました。それではその全集を実際に手掛けておられる小文社代表の太田さん、お願いします。小文社の太田でございます。狂気の沙汰の太田でございます。もう相変わらず社員からは多分腹の中で誹謗中傷、うちの社長は狂ってると、女子社員が優しいのだけがまだ好きなんですけど、いや今宮川さんおっしゃった通りで、今楽な出版社ないですから、もう手前どもも先般の朝日さんの記事にちょっと書かれちゃってましたけども、4年ほど前にもう倒産一歩手前で、その時に私メルクマールというひらがなで小さな出版社もやってたんですけど、不思議なちょっとご縁がありまして、両方潰れるのか両方生き延びるのか、幸か不幸か独身ですから、いいかみたいな、そんな感じでした。私は正直。いや、こういうなことやるのはいいですよ。いやもう今日もこれから帰ってから資金繰り会議なんですけど、財務担当と、でくだらない話をちょっと私のようなチンピラ小僧が恐縮なんですけど、時を見ながら私吉本さん先生にお会いしたのはもう生涯で一期一会でした。多分何人かの先輩の方もいらっしゃったと思いますけど、十数年前上野の百貨店の上で暮れにやってらっしゃった忘年会で、その時私女は逃げる、メルクマールは潰れそうだ、親父は連帯保証で家計費の車みたいなボロボロの状態で、元リブロ池袋にいらっしゃった吉原さんという先輩が「太田君お父ちゃんとこ行ってみようよ」と「俺なんていいんですか?」っつったら「いいよいいよ誰でもいいんだよ」とお邪魔しました。それでタイミング見計らって吉原さんに頼んで、もう一度でいいから握手をしたいと私は甘えました。で吉本さんがおしっこから戻られて宴席の端っこにちょこんと座られたタイミングでガーッて駆け寄ってって、最初吉本先生びっくりしてましたけどね、なんだ君はみたいな。で事情を説明しました。メルクマールというたった4人の出版社でと。ただその時あんまり過去を美化して作っちゃ宮川さんまずいんでね確か小さな版元でも志を大きくくだらないプライドじゃないよと、ちっちゃな誇りを持って頑張んなさいよと、で先生が何かあったら応援するよというような言葉をいただいて、なんかもう死んじゃおうかな失踪しようかなと思ってた気持ちが瞬時に吹っ飛びまして、なんかえらい元気で出ました。でこれだけです。私吉本先生とお会いしたのはほんのどうでしょうね、1分だったのか3分だったのがあまりにも緊張して、で今覚えてるのが音程の温かさと、もう包み込んでくださるような、あとあったかい音程で立派な音程でした。なんかもうガチッとした、職人さんのような音程だったことを覚えてます。それでバナナさんのブログを見ててありえないと、私尊敬する版元の一つが千曲さんなんですけど、千曲さんの悪口はないですよ。もういつ千曲さんから出るんだろうと、いつなのかなとって思ってました。三上先輩真面目な話で、もしかしたら春秋社さんからみたいな、川出さんなんて噂もあるけどなみたいなで仰天しました。それでこれはもう宮川さんにも以前取材をしていただいた時の話したんですけども、どれって迷走しましたね。でこれとにかくお会いしてみようということで、知人の作家の先生を介して真帆子さんに連絡取っていただいて、それで佐和子さんとお邪魔しました。間宮さんと一緒に。でお邪魔した時はもうこれはもうやろうっていう覚悟はしてたんですけども、
一応そこでお話をしまして、サーコさんもなんかとてもなんか優しいお言葉というかかけていただいて、その場で出版することが決定したというかしちゃったというかで、その日は夜一人で飲みに行ったのかな。私臆病者ですからね、もう身震いしました。もうどうしようみたいな。だけど誰かに相談すると必ず気持ちが崩れると思ったんで、一人で決めたんですよ。で引っ込みつかない状況に自分を追い込めないと俺は逃げるなと分かってますから。はい。それでそれからの1年間が本当に今日だから改めて私今日お邪魔させていただいて、隅っこの方で改めて一人で感慨深い気持ちでいたんですけど、いや本当大変でした、この1年間いろんな意味で。内容見本で終わるだろうっていう声がほとんどの方の声でしたから、でその内容見本がヤフオクで3000ぐらいになるんじゃないかみたいな、そんなような愛情深い言葉をいろんな方からいただいて、ただそれまた逆に励みにしまして、で今日恥ずかしながらお持ちしたんですけども、おかげさまで初版3000でその後、日経さんの記事と朝日さんの記事が効きまして、重版が700冊かかりまして、3700冊でこれ以上は調子に乗らないで、まずこの巻をきっちり買って読んでいただこうと。で次の巻が6月で、来年からは確実になって、先のことは正直分かりません。もうこれはあとね、先輩方が三上さん7年も待ってられねえよ生きてねえよっておっしゃる方いっぱいいるんですけど、これ分からないですから人の死は。もう私も看護師寸前ですから。ただとにかく私は話最後にします。もう4時ですんで、きれい事でも何でもなく、自分もいつか死ぬ。で死んだ時に吉本さんに先生から「おい太田の小僧とお前ありがとうな」と言ってもらえれば楽しいかな嬉しいかなっていう、そんな素朴な気持ちです。もうメインバンクにもボコボコにされました。いや本当に「お前が狂ってる」ってやっぱり言われました。ただあれです、いや将軍者だけの問題じゃないからねと、バンカースピリットなんて死語だと思ってましたけど、いやいるんですよ、そういう銀行マンも。もう本当にねいろんなことを経験しましたね、この1年間で。はい、普段調子いいこと言っててパッと離れる人、あと普段そっけないんだけど気が付いたらそって寄り添ってくれてるやつみたいな、いろんなことを改めて55ずら避けて経験したんですけど、とにかく皆さんとにかくここだけは覚えておいてください。もう始めたからにはもう本当真剣に必死に我々やってます。特に一番奥の30いくつの小川という私の部下が、あえて若いやつを担当にしたんですよ。もうやつももう土日もないです、当たり前ですけど、はい、とにかく必死に真剣にやらせていただきます。これは本当に改めて約束いたしますので、7年間、はい、私は朝日新聞の記事とはちょっとニュアンスが考えが違って、再建途上なのに前週やっちゃって式早めんじゃないってもっともですよ。それはそういう見方もあります。ただちょっと見方を変えて、この前週で本当にみたいな再建を果たしたいなと、ここから7年がかりでと、はい、お宝も用意してあります。ロングテールにならないと思ってます、私は。いや7年かけてみんな飽きるよという声が大多数です。そんなのもう100回も200回も言われてますから、そうならないように書簡集だけじゃないんですけど、あとさっきおっかないけど大好きな山本先生がおっしゃってましたけど、翻訳も実は考えてるんです。英訳とフランス語訳です。ただこれは山本先生、それこそ女性とかご既得な方が現れなきゃもう予算ない、ここまでは。まずはこちらの本体です。ただ私はちょっと個人的な思いがありまして、最後にします。あと3分です。沖縄で「脈」という雑誌をやられてる比嘉先生、おじいちゃまなんですけど、直接お会いしたわけじゃないんですけども、うちの62の顧問をこき使って先般出張に行かせたんですけども、比嘉先生曰く吉本さん吉本先生なんてまず言うなと、吉本さんでいいんだと。で吉本さんは1000年とは言わないけど、500年1000年に一人のような方だとわしは思ってるよと。
あと比嘉さん曰く言葉の本当の意味で宗教者と言っても過言じゃないんだよと、宗教家じゃないぞというようなことを比嘉さんというおじいちゃまがおっしゃってたらしいんですけど、その報告を聞いて私改めて身の程もわきまえず、たかが将軍者が、たかが私のような小僧が、うちのスタッフがこういう仕事をねやらせていただけることを本当に改めてちょっと身振りする気持ちでおります。とにかく我々は若いスタッフと一緒にもう愚直に真摯に仕事だと思うと辛いんで、三上さんも泥酔しちゃうんで、私はもう修行だと思わないと持たないんですよ。もうこれはもう修行だと思うとそんな気持ちで先般私の師匠兄貴分の福島先生お借りになっちゃいましたけどだからもう調子いいこと言ってももう本当にもう心身ともにボロボロ状態ですんで、どうか皆さん改めて、諸知ご協働のほどよろしくお願いいたします。最後になりますけど小川先輩からの命令で今日こちらにお見えになった方でもしも全館予約を、頂戴できる場合は特別条件で高橋先生の方に申していただければ、私が自分で処理しますから、私は朝の5時から会社出てるんですけど9時まではそういうね、ルーチンと言っちゃいけないんですけどそういった作業梱包発送作業なんかもやってますんで自分で、小川は使いますけどもやらせていただきますんで、もしそういう方が小川先輩これでいいんですよね。8掛けって言わないと。8掛けです。送料もサービスでいいです。全館予約ということでさせてください。じゃないとまた社内のうるさい部門から突き上げ食いますんで、私もサラリーマン社長ですから。くだらない話をすいません調子に乗ってベラベラ喋っちゃいましたけども、そんな気持ちで身の程もわきまえず、開始させていただきましたんでぜひよろしくお願いいたします。大変ご無礼いたしました。皆さんごめんなさい。ありがとうございます。今の8掛けの件を、確実に、高橋、さんの方からお話しさせています。今太田社長から8掛けみたいな話あったんですが、実は定価で買ってる方もいらっしゃるんですね。ですからこれは内密っていうか8掛けになるかどうか特別価格っていうことなんで。特別価格ということですので、これは全く内密に、していただければというように事務局としても思っています。これは太田社長の今日往生期に来ていただいた方に全く特別なんだからっていうことで念を押されましたんでよろしくお願いします。それで太田社長さんあれですか先ほど高橋の方にっていうことをおっしゃったんですが太田社長さんの方に直接でいいんですか。それではそういうことですんで往生期で、出席したものですということで、よろしくお願いします。でもメールでも結構ですからお電話でももちろん結構です。はい、よろしくお願いいたします。とてもいいお話で、4時になってこの会は終了っていうことですけれどもまだまだ時間はありますので、ぜひお付き合いください。お立ちになって何か商用の場合にはやむを得ませんけれども4時までではございませんのでまだどうぞ、食べ物もありますし、これも全部開けて結構ですので、どんどんお飲みになってください。で吉本さん亡くなってから吉本流明論っていうのが随分出てきました。私の印象に残ってるのではフランス現代思想をやってる宇野邦和さんっていう人が煉獄の作法っていうなぜ宇野邦和が吉本流明なんだっていうそういう本出されてるんですけど、いやこれもなかなかいい本です。実にね先ほど山本さんのおっしゃったその心的現象論本論をいわゆる吉本流儀ではないフランス現代思想で読んでいくっていう、そういうふうな感じのものでしたけれども、今日こちらにいらっしゃってる方で、上村武雄さん吉本流明孤独
力な覚醒者、上村さんは私たちの、本当にすぐの先輩で、一番初めの頃に吉本龍明論を書いてずっとお書きになってきたこの集大成です。そちらの方に置いてありますので、よろしかったら、それからあと僭越ですけれども、私はこの希望の絵として、これ吉本龍明論ではないんですけれども、俳優名人後の吉本龍明について3分の1ぐらいくれてますので、もしよろしかったらまたあそこにあります。それから、現代史手帳の吉本龍明追悼特集、これは皆さんもお持ちかと思いますけれども、もし持っていらっしゃらない方がおられる。それからあとは、三上治さんの方でやられている龍佐っていう、これもやっぱり吉本について書いたもので、これも金賞1冊だけですので、ぜひお買いになってください。それからあと一瞬ですけど、この後ご紹介する古代史研究されている評論家の室伏師範さん、室伏さん吉本龍明についての本を出されています。これもそちらに置いてありますので、ぜひ皆さんお買いになってください。それでは関西からいらっしゃった上村さんに一言この本のことも。それで、司会の神山さんがですね、今日は全員にやっぱりせっかくの機会ですから、全員に喋ってもらおうじゃないかということもありまして、現在まで20数名お話しいただいたんですが、短めの感じで、エピソードあるいは吉本さんに対する思いの丈をエッセンスを喋っていただければというように考えております。よろしくお願いします。それでは上村さんお願いします。失礼します。上村武雄です。関西は兵庫県の尼崎からやってまいりました。吉本さんとは学生時代にお会いしまして、講演会を企画したりしたのがそもそもの出会いのきっかけですが、著作はそれまでに読んでおりました。それで要するに60年代からの関わりなんですが、現在までの吉本さんと私の関わりを、交渉していますが、そういうものを一冊の本にまとめたのが今ご紹介していただいた本でございます。で吉本さんが亡くなってから、出た吉本さんに関する単行本としては、今おっしゃった煉獄の作法とか、それから詩人の英知、そういうふうな本がございます。私もその列に並んで一つ書かせてもらったわけです。そういうことで、今この回で一番強く思うのは、人が死ぬっていうのはどういうことなのか。もう一つは人が死んでからその人の事柄、業績、あるいは人柄、そういうものが伝えられる、どういうふうに伝えられるか、伝えるということはどういうことかというふうなことをしみじみと思いました。去年もこの会に出させてもらいまして、献杯とスピーチをさせてもらいましたが、そういうことを2年目になってつくづく思います。私ももう70代でございます。で実際に吉本さんのそういう60年代からのことを知っている世代というのはだんだんともう欠けていきます。でそういう時点で、何をどういうふうに伝わっていくのか、でそれの一つがこの非常に関心のあった吉本全集ですね。これがどういう形で出るのかというのは、吉本さんに関心のある人は全て憶測も含めて考えておりました。でこれ小文社から出るというふうなことが最初に分かった時に、なんで小文社なのかというのが正直のところでした。でも今いろいろ話をお聞きして、いろいろなことが分かったわけですけれども、そういうふうに一人の人の全集が出るというのは大変なことでございます。
物書きとして、これほどのことはないわけで、それも最大の語り継ぎの継承の形だと思います。ですからこの全集が途中で切れないように完結することを願っております。以上です。ありがとうございました。上村さんありがとうございました。今日はなんて言いますか、私どもだけでこういう食事や飲み物を用意したんですけれども、お給仕の方がいらっしゃらなくて、いきなりやっていただいた方、女性の方、ちょっと岡野さんお帰りになる前にちょっとお立ちになってください。ちょっとご紹介しますので、それからちょっと前に渡辺めぐみさん、それから石川さんは石川久美子さん、それから岸野さんも清さん後で一言喋ります。一緒にご紹介します。岸野さんも、それから牧野さんもいらっしゃってください。牧野さんね。吉本さんは男気のある評論家で、女性となかなか縁がなさそうですけど、実はどなたでしたっけ、月村さんがしゃべってたんですけど、とてもなんて言いますか、女性から、尊敬される、ある意味で言うと色気のある評論家だったんじゃないかと思うんですけども、そういう意味で、給仕もしていただきました女性の方々です。こちらから先ほどの古橋信義さんの、お弟子さんで武蔵大学の大学院の方で、勉強されている石川久美子さんです。それから、こちらは岡野恵理子さんで、詩人の方で、詩のキャリアも非常に、長く、現代詩人賞なども受賞している非常に優れて日本詩人家で、非常に優れた詩人の方です。それからこちら後で一言喋っていただきたいんですけど、現在アナポリス国文学っていう、雑誌の編集長されている、以前学当社の国文学の編集をされていた、非常に長いキャリアを持つ編集の牧野俊夫さんです。それからこちらの、やはり詩人で渡辺めぐみさん、非常に鋭い感受性の方で、吉本さんの詩にどこか通じるところがあるような気鋭の詩人です。それからこちらは岸野恵子さん、非常に長い資歴の方で、詩のエッセイ評論も書く方で、非常に実力のある方なんですけれども、今後皆さんどうぞ注目されてください。どうも本当にありがとうございました。岡野さんは14でちょっと先にお帰りになるそうですけれども、どうもありがとうございました。それでは関西からお越しいただいた、上村さんと、それから次に室伏師範さん、非常に硬派の評論家で、今こういう古代史についての、斬新な学説を唱えてますので、吉本さんとの関係、どんなふうにお話しいただけるかよろしくお願いします。大阪の河内長野の方から参りました、楠木正史の千早城の近くであります。どういうことをしてるかと言いますと、今から15年ほど前から、どういうんですか、フロイトの歴史改ざん論と、もう一つは吉本さんのグラフと国家論をつなぐような中で古代史への批評的介入をやっているという形になります。でそういう中で、影響としての古代やら、それ8年間ぐらい編集してたわけですが、
まあ資金面でなかなか難しい問題がありましたので、去年から、脱会古代研究というようなこういう冊子を出しております。これは詩人の添田薫君なんかの協力を得て出しております。もしよかったら後でまた配らせていただきたいというふうに思います。で、先ほど紹介していただいた誰が古代史を殺したかというのが今日たまたま見本になりましたので、これまたチラシもよかったら後で配りたいというふうに思っております。さあ、そういう中で、311の以後の文芸評論をまとめられた神山さんの希望としてのエイトスはですね、吉本さんの詩にいわゆる小林秀夫の詩を重ねるような形で展開されているわけですね。80年代の小林さんの詩というものを考えると、僕はその時に小林さんが独力でいわゆる批評を開拓して、その最後がいわゆる元織宣長であるということに対してちょっと失望したところがあったわけですね。それはやはり先祖返りしてるんじゃないかというような形で、そういう中でたまたま吉本さんが同時代にいわゆるマスイメージ論を出されて、いわゆるサブカルチャーの方に批評をいわゆる拡大していくというような形を見たとき、やはり批評というのは先祖返りじゃなくて子供の方の姿勢に開くような、そういう生き方がいいんじゃないかという形の中で、いわゆるあまり吉本派の中ではそんなに古代史の方の展開がないので、古代史の方への展開をしたいというような形で、古代史の批評展開に入れていったんですね。で、その小林秀夫さんのいわゆる戦中の仕事として、どういうのがあるかといいますと、布条ということがあるわけですね。それの最初のあれは確か大麻から始まっているかと思います。大麻というのは、いわゆる大和飛鳥に入るところの2つの出入り口の西南の入り口である。もう一つが法隆寺の方で、その2つにおいて、いわゆる中女姫のいわゆる悲劇と、もう一つは山城の上の王子の悲劇があるわけです。で、僕なんか、日本史と古事記を読み合わせる中で、どういう形でそれが進んでいったかといいますと、この2つの悲劇というのは、いわゆる686年の大津の王子に連動する事件を、いわゆる上下100年くらいの間に散りばめたんだという感じで持ってるわけですね。そしたら大津の王子の事件というのは、いわゆる大和の真ん中の清見ヶ原で起こった殺人事件、そしてその出入り口2つで起こり、さらに考古学的なあれで686年は前期ダニアの宮が炎上しているわけですよ。これを一つの事件と見たらものすごく大きな事件であることが分かるわけですね。で、そういう中で大津の王子事件とは何かというと、その10年前に起こった人心の乱で勝利した天武の崩御の年に起こっているということは、その崩御の時に天武体制を一変させた事件であったということですね。この一変させることによって、いわゆる天皇制というのは天武ではなくて地頭に流れた天智高等の地を尊く方へ転化したわけですね。このねじれば危機がいわゆるいずれも天武のあれで始まりながら、結局は天智高等の反対の方をいただく方に転換していた。この辺りを見てるあまり歴史論は吉羽派の中でもないわけですね。で、その中でもう一つは、先ほどから古事記の話を出ましたが、古事記は大野安丸で王子ですよ。そしたら大津の王子、お姉さんが大黒姫巫女、お母さんが大田公王子です。その一族であることが殺されていったということを考えれば、いかに大野安丸にとって難しい時代が来たかという、天候なしにありえなかった、そのことも見てないという形で、その辺のねじれをやらないというところが、やっぱり僕なんかは危機論に一番面白くなかったところでね、その辺を展開しようとしてきたわけです。で、皆さんは
時期を間違って高等一元士官で見てしまってるわけです、ね、しかしこれはこういうことですね。大津の王子が686年で、その前に人心の乱があります。670、その前がいわゆる白月の絵の戦いです。白月の絵の戦いとは何かと言ったら、いわゆる倭国が滅んだんで、日本国が滅んだんです。でそれを象徴する出来事が、いわゆる664年にいわゆる倭国の人である太宰府にいわゆる筑紫都督府が立った。都督府というのは占領政府です。統制のいわゆる占領政府が立ったということに誰も触れないということがね、やっぱりそれを誤らしてる原因だろうと思いますね。でそしたら皆さんはこの筑紫都督府の時代が8年間続きます。672年に東軍が引き上げて1ヶ月経たずに天武が旗揚げしたということは、倭国は天武というのは倭国の流れであったと。そしたら天智は何かと言いますと、唐の力をからして倭国を潰した、ね、そして日本国を建てようとした側の日本国側なんです。この戦いが人心の乱であるというのを僕らは高等一元士官こういう争いとして見てきたという誤りにあるわけですね。こういう王朝交代論が全然やはり理解されてないんですね。まあいろいろまだ話はあるんですが、これぐらいでおかしくないと思います。まあいいけどさ、とても雄大な構想で、構想力っていうのは何といっても吉本思想の基本でしたので、まあそういうふうな構想力を受け継いだ評論家っていうのは室伏さんなんか代表じゃないかなっていうふうに思います。それでは次に私の後輩なんですけれども、私は大学闘争の後比較文学っていうのの大学院に入ったんですけど、これがどうしても自分はその吉本さんなんか読んでると比較文学は関係ないなっていうふうに思ったところがあるんですね。ところが私の比較文学の後輩で、後に俳句で非常に大きな業績を上げる熱石万也っていうことがいまして、でこの人が、比較文学者であると同時に俳句の優れた俳句の人だっていうので吉本さんがいろいろ高く評価していた、まあ、こんなふうなことで私なんかとは違う道をたどっていきながら非常に吉本さんと近いところに来たとなんですが、本当多いよ。だって普通さ、10本ぐらい論文書いて環境ない。それで俺は完成して。いや今日は大変面白い会でした。過去形で言ったけど皆さん。私が吉本さんを的外れはいっぱいあると思いますが。吉本さんっていうのを信用できると思う。廃明治論の中の宇田の高木のという、いわゆる古代歌謡っていう、宇田さんいらっしゃいますけど。なんでクジラはさやるので、これをね明確に吉本さんが言ったっていう言ってのいて私は吉本さんを信じます。あとはいっぱいありますけどね。だってそれは古代において日本のマホラバって言った今はなんか何だったかナショナリストらしいナショナリストのふりをしてる安倍晋三みたいなバカがさいろいろ言ってますが、そういう問題をね、そういう問題を超えて大和盆地は海であってクジラが来るっていうこれをはっきり吉本さんが言ったってのはすごかったですね。で今日はまた私もなんか吉本さん去年の王朝期では
吉村さんが嫌いな人間っていうのは長屋の教師と編集者でしたが、私もその一人が大学の教師の一人でありますけれども、大和の魔法の場においてカモメが鳴いたり、クジラがさやったり、罠にかかったりすることは当たり前だっていうことを言ったので、吉本さんのこれがすごいことだったんです。これはフランス入ってるのかな。岩波のね、私実はM 大学、明治大学ですけど、明治大学で古事記のゼミをやってるんですけど、これはすごいですね。1万年前の想像力、1万年前の日本っていうのはどういうことかっていうことをちゃんと月村さんいないか映像化できる人だったんですね。でもう一つ申し上げます。去年私吉本さんがこの王朝期、なんで王朝期なのか分かりませんでした。理解できませんでした。ところが親鸞論をいくつか読みました。未来の親鸞、最後の親鸞等々、はっきりも私の立場から申し上げますと、日本人って三段論法もできない、それからアルヘーベン使用もできない。でも王朝っていう概念はこれはすごい概念だと思います。で俳句の中にも実はあるんですね。これはこうなってるんですかね、順調に何かを考えて、次の段階行くんじゃなくてポンと飛んでしまうんですね。でそれも自力ではなくて自力以外の部分で飛んでしまう。でこの王朝期っていうことを考えた人はどなたか逆に私は知りたいですけど月村さん違うの。いやこれは王朝っていうか親鸞の概念、もう一連宗の知りません、日蓮召集か自蓮宗か知りません、そこだったら知りませんけども、福島さんだって法華経って一蓮は実は私は本名で一蓮論を書いてるんですが、法華経っていうのはある意味インチキなので、これは親鸞っていう人はすごいっていうことはこれ吉本さんは分かってたんですね。日本の仏教者宗教者の中で今日私の前に誰か王朝っていう概念のすごさ、アルヘーベンでもない、三段論法でもない、王朝っていう概念がこの吉本さんがすごいっていうことを分かってたっていうのはこれ吉本さんのすごいとこだと思います。ただし吉本さんは信じないですね。信じない。そうですか。信じないでもどういうおりさんですね。なんていうんですかね、こう調べて論じ続けるっていうこの態度はすごかったです。はい、以上です。またどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。夏井さんがなんて言う。ちょっと待って。いい会合になったんでね、みんなが何でも言うっていうね、会合になったんでね、これはさんのあれにふさわしい会合になったなというね、ジョニオさんがこうみんな何でも言うというね、その通りなんです。まだね、喋ってもらって。いや、そうです。まあいいか。後で言います。それは。夏井番屋は天才夏井氏だからね、何を言い出すかわかんないけど、今の話面白いですね。
吉本さんは何て言いますか、国文学でもあるんですよね。源氏物語も一冊にしてますし、何しろその、平安朝文学に、造詣が深い。で、私のね、若い時からのずっと一緒に研究やってる、親友なんですけれども、国文学者の、兵藤博美さんが来ていますので、兵藤さん一言、太平記の平家物語の研究では日本の第一人者でございますから、ぜひその話を一言お願いします。すごいね、カリスマみたいな。なんかほとんど半分以上の方がお帰りになってあえて私の名前を呼んでいただけるっていうのは大変光栄なことです。吉本龍明さんについてはですね、私は人並みにですね、今昭和25年生まれなんですけども、1980年代ぐらいにはかなり70年代から80年代に結構読んで、私が83年に書いた若と天皇っていう結構私にとって国文学者としての出世作の論文があるんですけど、私が33歳の時に書いた若と天皇っていう論文は全く吉本さんの別にパクリじゃないんだけど初期会話論をかなり参考にさせてもらって、それで吉本さんと一番付き合いが深かった頃はその1983年のその論文ですね。でそれから別にそれほど吉本さんと私はあんまり関係ないんですけど、あえてさっきから話題に出てる大衆とかそういう共同性とかそういう問題で言うんでしたら、例えば個人と大衆とかですね、個人と共同性、例えば近代になって個人っていうのはどういうふうにして出てくるのか、近代の大衆っていうのはもちろん例えば江戸時代に大衆っていうのは存在しないわけですから、江戸時代に群衆っていうのは存在しないわけですから、近代になって大衆っていうのが初めて出てくるんですね。で近代になって初めて大衆が出てくるのでマス、あるいはモックが出てくるのと並行して個人っていうのもインディビジュアルが出てくるわけですけれども、そういう問題をやっぱり考えるときに吉本さんの例えば共同幻想論なんかほんの少しヒントにしたんですけれども、でも私は私でなりに考えてですね、2、3の本を書いたりしたんですね。ですから亀山さんにこの会に一生懸命触っていただいて、私は吉本さんかなり一生懸命読んだ記憶があるんですけれども、そんなに自分では吉本さんの影響をそんなに受けてないんじゃないかなっていう、そういうちょっと負い目もあって、この会に来るのはちょっと二の足を踏んで去年は来なかったんですけれども、今回は亀山さんの熱に動かされてでいろんな人とお話できて非常に楽しかったです。それからもう一つ自分の宣伝させていただきますけれども、4月15日にですね、岩波文庫から私太平記を出版します。太平記全6冊のうち今まで10年以上やってきたのも、一応私国文学者なんですけれども、太平記全6冊のうち第1冊がですね、この4月15日から出ます。あんまり吉本さんと関係あるのかないのか、ちょっと天皇制の問題でかなり関係あるところもあるんですけれども、日本の古典文学の中で天皇制と一番危うい形で関わっている文学として、太平記を4月15日から発売しますので、よろしければ書店でご購入いただければ大変ありがたいと思います。以上です。どうもありがとうございました。兵藤さんの太平記シリーズは8掛けはないようなので、文庫本ですから、この吉本全集に比べるとずっと安く手に入りますので、ぜひ、ご覧になってください。
それでは国文学の方で、私の先輩なんですけれども、先輩だけじゃなくて、何と言いますか、隣組で埼玉県の、非常に池袋から遠いところに住んでいるんですけれども、松村雄二さん。松村さんは和歌の研究の第一人者なんですけど、今回西行四中っていう素晴らしい本、国文学者のやる仕事じゃない、本当は文芸評論家がやらなきゃない仕事を、松村さんはされています。これはまさに私から見ると吉本さんがやった西行、これを新たな形で考えていた、そういうふうなことです。その話も、交えてもう大体お開きの近くなってきて、皆さんご自由にそれぞれお話になられてると思います。私がこれから言うことはあまりもう広く伝わらないかもしれませんが、最近ネサンの出版社の方から非常に最近シリーズものが売れないということをおっしゃってましたが、これは非常に一つの宣伝になりますが、笠間書院という小さな国文学関係の出版社から全60冊歌人選60冊というのを無事ですね33年にかけてシーッと60冊全部無事に刊行いたしました。ちょっとこれは出版社会業界でも最近まれなことだろうと本当に思っております。でこれは実はですね非常に苛立い問題がございまして、実は執筆者に頼んだ先生たちが昔ながらの非常に何て言いましょうか選ばってまして書かないんですよ。つまり締め切り書かないんです。つまりいくら頼んでももうちょっと待ってくれとかなんだか理由つけて長く伸びまして書かないんです。つまりだけどそれはあらゆる業界出版業界のあれに反してますから、つまり笠間書院か私も一応長でございましたので書くためにものすごく労力しました。でこれ正直なことを申しますが、最近佐村浩二さんだとかいろいろんな問題がございますが、ああいう大作捏造そういう盗作そういう問題に入り込まざるを得ないんですよね。で今までねシリーズもで第50冊100冊っていうシリーズがいかに出版社は意気込んでても執筆者がダメかっていうことは分かってましたから、ついにですね最後何月何日に書かなければっていうんで、でも書かないから何冊かしょうがなく実際問題対策いたしました。対策してやっと嗅ぎつけたそういう世界でございます。そこまでやらざるを得なくなった今の出版業界が本当に今だらしなくなってる、だらしないって言いましょうか、もう欠落してると思いますね。というよりもその前に執筆を依頼した学者たちがものすごくだらしないかということを皆さんね本当に考えていかなきゃいけないと思います。本当にね私戦後国文学研究者に限って申し上げますが本当にだらしない連中ばっかりでございます。書けないんですよ、文章書けないんですよ。ところがちょっとした論文書けば学会の中では評価されてそれが偉くなっていくわけで、そういう人たちがたくさん今ございますから、非常に残念な話ですが理研の小方さんとかそういう世界につながる世界っていうのは実際古い国文学科の世界もあるんですよ。学会の世界もあるんですよ。それを本当に考えていらっしゃって出版界の世界をね本当にそこは考えてもらわなきゃダメだと思いますね。偉いさんだと思ったらとんでも間違いありません。文章を書けない連中がやったらいますから、
そういうことはもうとっくに皆さん、ここに来てる方さん、編集者の方皆さんお見通しだと思いますけども、そういう形でとにかく笠間の60冊は規定通り、観光通り、予定通り観光いたしました。僕はこれは非常に前代未聞のことだと思ってます。そういうことをちょっと仕事上やり遂げましたが、この前先月の10月ですが、採用論で書きました。採用っていうやつはもう日本人がみんな良寛と並んで昔から恐れ立てまつってる大物です。学者もね、なかなか最後には書けないそういう大物です。で、私はこれまでの研究の最後に対する接し方を非常に不満に持って思ってまして、つまり西行は最初からもう何て言いましょうか、北条記の鎌野町名とか芹笠の健康保持とか、そういうようにみんな研究者自体が最初から立てまつってんですよ。だから西行の各番はみんな偉いんですよね。非常に偉いんですよ。だからそういう偉いね採用論書いてもね、普通の人たちはね、またかっていうかというよりも誰もついてきません。で、肝心の西行の実態、それから鎌倉時代の平安時代初期末期で生きてた西行の本心みたいなのが全然見えてこないんです。つまり明治以降の国文学研究っていうのは実証主義ですから、つまりある資料だけしかから判断しませんから、その歌自体に現れてること自体を資料で証明できないと誰も干渉しないわけですよ。でかつては干渉っていうのは偉い歌人さんとか詩人さんとかそういう人がやってましたけど、国文学者は決して干渉してきませんでした。干渉は拒否したんです。干渉は自分たちの領域じゃないと思って。ところが私はある程度そういうなんとかあれにちょっとえばりますけど初めて和歌をですね、西行をですね、初めて当時の人間の世界に戻そうっていうことを計画してまして、今回一つの本を出しました。ここで吉本さんの話にちょっと入ります。西行に関して彼は書いてます。西行論で、私がいろいろ西行論過去に見てまいりましたが、つまりさっき申し上げましたように学者たちの書く西行は全部もう最初から偉いわけです。非常に西行はこうなんて言いましょうか、みんな惚れてるんですね。惚れてるんです。惚れていて、だから惚れてるって書くとでも西行は全部全て素晴らしく見えるわけですよ。これ西行に限らず良寛と同じです。良寛も惚れてるやつとこう惚れてないやつがいますけども、良寛惚れてるやつが多いわけ。良寛はみんな偉くなっちゃう。でそういうのは困ってるわけですよ。これ学問じゃないだろうというんで、ちょっと初めて非常にですね、一種の歌について書くだけ書きたく、一つの歌について私はだから400文字で7、8枚あるいは10ページ超えて書いたのは初めてだと思います。一つの歌に関する鑑賞をこんだけね徹底的にやったのは初めてだと思います。今まで誰もやんなかったことです。そういうことをちょっとこの前書かせていただきました。ということは全部ね、規制の国文学会、あるいは規制の国文学研究会、規制の学者会に対する僕は反論という意味では本当に密かに思って書きました。つまり今までの国文学研究の世界は戦後文学ということをなくしてたんです。つまりあらゆるテキストの単なる消耗で消耗的なことしか書かなかったわけ。自分たちはこの歌をどう思うのか誰も書かないで済ませてきたんですよ。つまり鑑賞とか評価ってことを誰もやってこないの、学者は。学者はそれで済んなんです。でそういう世界で学者は来てたわけですよ。そういう学者の欺瞞っていうものを私はもう思い切って壊そうと思いまして、私は思い切って西行の歌一首一首
もう好きな歌、好きって言いましょうか、関心のある歌だったら何十ページも書きました。一つの産業の歌に関して30枚40枚論文が書いたぐらいです。でこれを語学何種扱いました。でこれをですね通ったわけですが、なかなかこれは受け入れられません。国文学者の中で評価してきてくれたらなかなかいません。当然です、当然です。彼らは今なんていうか学者の世界の評価ではまってますから、自分たちが例えば10年かけて大学時代から10本論文を書き溜めた、それを1本まとめて1冊の本にすれば、もう俺は一人前の学者になったと思うわけですよ。あと書かないんですよ、彼らは。つまり大学要請の中に取り組まれて書こうとは全然しない世界で、だいたい2作目3作目書いてる学者なんてほとんどいません。残念です、本当に。そういうことはともかくとして、とにかく今度書きました。で産業に関してはさっきまたここで吉本さんで結びつけなきゃいけないところは難しいんですが、いろんな産業論書いて読んできましたが、産業に関する吉本さんの論で産業論ってありますが、これね最後のあたりですが、産業はさっさと去っていったっていうような、それに近い表現を彼は書いたんですよ。これはですね、私はショック受けました。学者の世界はそういう書き方は絶対しません。産業はこれを歌ってさっさと去っていったなんてことを学者は書きません。それをね彼は書く、これがだと思ったんですよね。ここにこそね産業のその当時生きてた一瞬の世界がよみがえってくるんですよ。僕はねそういう吉本、前からいろいろ読んでましたけど、吉本がこういう形で産業を論じてくれてるのものすごいショック受けたわけで、今度の私の新潮もそういう意味で産業がスタートと去っていった。スーッと向こうの通りから暗い道の中をやってきて、パーッと一首の歌を読んでまたさーっと去っていった。こういう世界を蘇らせたくて、今度の私の論の中にはそういう産業の日常性の一瞬、これをね蘇らせそうとも私は書きました。書き下ろしでございます。はい、長くなりましてですね。いやありがとうございます。産業シチューですので、ぜひ本屋さんで、見てみて。シチューは私の方です。皆さん本当にね遅くまでありがとうございます。あれ高取さんも帰られた。高取さんはいらっしゃいません。三上さんあれ帰られちゃったかな。前回演劇お芝居の方から山崎哲さんいらっしゃったんですけど、今回ちょっと何か所用で来れなかったようで、高取 A さんがいらっしゃってたんですけど、帰ったでしょ。高橋さん、高取さん帰ったかな。帰った。お忙しいので、それじゃあね申し訳ないんですけれども、それじゃあねアップになって申し訳なかったんですけれども、小川哲夫さん、小川さんはもう吉本さんの本を編集する仕事では、何しろ数においても量においても質においてもまた第一人者でございますので、昨年もお話しいただきましたけれども、もう一回吉本さんの、編集について、お話しいただければと思います。皆さんお願いします。小川と言います。編集ですから難しい話はする気ありません。それで一つのエピソードみたいなのをつなげていくって形で、エピソードがあった時に初めて歴史になるんだって言ったのは渡辺教授さんなんですけども、そういう形で語ってたらいいんじゃないかなと思います。で、私は今回語りたかったことは何かっていうと、吉本さんはある種こうなんですかね、こう引用したいなとか揉めたことがあるんですね。その時私の方に今から別な人からクレームが来たわけなんですけど、その時には私は
極めて簡単で、これは吉本さんに相談してから返事出しますって言ったら、僕は罵倒されたわけですね。だからその通り吉本さんに、ね、連絡して会って話して、吉本さんは手紙を書いたら、結果的にはそれはうまくいったわけです。そうした時最終的にはその人が何て言うかっていうと、もっとマシな編集だったら私はこういうこと言わなかったっていうふうに感じて、その時はちょっと面白くないなと思ったんですけど、そういう感じの話の時に吉本さんは僕に手紙をくれたわけです。ですからその手紙をちょっと読ませていただきます。小川さん、本日22日土曜日、田辺保氏からの返信がありましたので同封します。なんだかあなたの責任にされていてすみません。事の起源は小生のチャランポランさに発することなので改めて反省しました。面白くない感情は小生にぶつけることにしてください。普通だったら吉本さんは絶対やはり物書きっていうのはこういうこと言わないんだけど、吉本さんは私にぶつけてくださいってこう言ってますね。だからこれはちょっとびっくりしちゃった。でその次なんですけども、訂正する件、訂正後の本ができましたときは田辺氏に一冊献じてくださるようよろしくお願いいたします。小生からも田辺氏への応答はまた新たな問題が起こらない限り一応打ち切りします。こちらのいい加減さにあなたを巻き込んだ形で煩わせてしまい申し訳ありませんでした。何かの折気分で解放させて解放いたしましょう、解放いたしましょうって言われた時僕はびっくりしちゃったんですね。だから普通著者っていうのはこういうこと言わないんです。つまり編集者と著者の関係で言ったら編集者は常に書いたっていう形がありますけども、そこは吉本さんはこういうような形で言うんだ。すなわち全部なんてそういうつまらなかったら私にぶつけてくれ、普通はそういうこと言わないわけだし、だからこういうふうに言った編集者と著者に関して言った吉本さんっていうのは空前絶後の人だと、それ威張る人はいっぱいいたと思うんですけど、そうじゃなくてこういうことを言える吉本さんっていうのは俺はちょっとびっくりしたな。すごくこういう人を信じないで誰が信用するかっていうふうに思いました。それでこの時に吉本さんが書いてくれた文章っていうのはあるんです。でこの文章っていうのは吉本さんがどういう形で研究とかやったものに対して他に対して言えるかっていう時に言ってることを極めてぴったり言ってると思うんです。でこれは本人全身においてなんていうんですかね、書簡集を作るために自分らが持ってる書簡を集めてくれっていうのは見せてくれって言われた形であったんで、僕はこれ正月を過ぎた時に見た時にそうだそうだこういうのがあったぞっていうふうに思ったところなんですけども、これはちょっと皆さんはまだ読んでなくて、これは最終的にあと7年ぐらい経てば前週において明らかになるんですけど、今日はここだけちょこっとだけ喋らせてください。でこれは1990何年か、待てよ、平成9年の2月の話なんですけども、この時に本としてはあれなんです、米友の話で「よみがえる米友」っていう形の本なんです。で米友ですね。その時にある種彼からクレームがついて、で私は吉本さんに相談してから返出すっていった形でバカ扱いされた田辺さんからのがあったんですけど、それに対して吉本さんは次のように手紙を書いてます。これは400字詰めで4枚なんですけど、ちょっと読ませてください。田辺保様、初めてお便り申し上げます。本日チック編集部の小川哲夫氏から連絡があり、あなたから抗議がありましたよし、承りました。あなたの抗議の趣旨は先のようなものであると、承りました。1、自分の役所から無断で引用した。でこの問題は無断で引用したと文芸表現で無断でとかっていうのはありえないわけで、まずこの問題。2、引用の箇所が多すぎる。これもまた問題なんです。研究者の方々の世界と文芸の世界との関連の違いがあっておっしゃっておられるかもしれないと存じ、小生の配慮が足りなかったところがありましたらご解用ください。小生の方には全く何のタイムもなく、むしろあなたの著書からしか得られなかった米友の頭痛の原因についてご指摘。当園って彼は言ってるんですけど、当園っていうのは他の人は全く言ってなくて、これは田辺保が言ってる形なんですけど、当園についてはそのままそっくり恩恵を受けました。そしてあなたのお名前を挙げて小生のその箇所の病気の論議があなたのご指摘の上に立っていることを論議そのものの中に記しているはずです。小生としてはあなたのお仕事を最大であるように記載したつもりですので、抗議があったと聞いてびっくりしてこれをしたためている次第です。1、
文芸の批評の世界の慣例と常識では交換された著役所から著役所者名を明記の上引用することは全く自由だということになっています。小生など引用された上誤読されたり批判を受けなどという3つの体験いたしておりました。また引用されることは批判の場合も評価の場合も誤りを指摘される場合も自由でありがたいことと受け止めております。吉本さんの優秀さというのはこういうところであって必ずそういうところでは変に愛想をしないっていうところはここでやっぱり自分の言葉で言い切ってるということは僕はすごいなと思ってます。あなたの仰せのことあなたっていうのは田辺さんなんですけどあなたの仰せのこととあなたの仰せのことは学会と文芸会との関連の違いとなどとも横たわっていることと同時説明させていただきました。ご了解くださるでしょうか。次ですけど批評の長さが多すぎるというご指摘ですが小生の主観では多すぎるかどうかとは全く意識に乗せませんでした。小生が意識したのはあなたの貴重な諸学書の工場日記における米の体験の過去最小限5回以内だけ引用し小生のコメントをつけることでした。これは月報に書いたものでこの時月報って何かっていうのは大和書房が出た吉本龍明全集戦によって毎回全集戦の月報を書くことといって書き下ろしをここに入れたっていう形でやったので今までにない僕らがやってきたっていうことなんですけどこれのことを言ってます。米の体験と小生のコメントを構成したものです。米についてのあなたの仕事を尊重し敬意を表し恩恵を受けてきました。小生はいつか穏やかな雰囲気のうちにお会いする機会があって米についていろいろお話しする機会が偶然のようにやってきたらいいななどと空想しておりました。だから吉本さんが必ず言う時こういう形でやってるっていうのはすごい人だって僕はやっぱりここがすごいってとこは思うところなんですけどやっぱりこれは平気な顔でこういうことを言ってくれるってとこは吉本さんかなっていうふうに思います。本当はこんな切り工場だと思わないんですけど切り工場の頼りは致したくないのですがお真意のことが分かりませんので当面のことについて小生の真意はそのままにお伝えするです。本当は小生自身が原本のテキストからせめて引用の箇所だけでも訳してと考えないということはありませんでした。ということは何かというとあれですねフランス語は少しできるわけですからこれは全部やればいいんだっていうふうに言ってるんですけど例えば「源氏物語」というのは自分で全部訳して引用箇所をやったっていう形をやっててこれは吉本さんの研究と批評に対する姿勢というのはよくこういうところに現れているものでまさにこの文章っていうのはすごく資料としていい意味を持っていると思うんですけどもけれども小生の乏しい語学力で到底あなたをはじめとする貴重な役者の方をお仕事に対してかえって失礼に至るかなとも考え役所から既存の役者から引用されてきました。これが日本の古典などだったらおよそながら主役で引用するとでしょうけども今でもそう考えてました。どうかキーのあるところをご説明くださってご会くださいますようにっていう形で言ったら彼からはいや問題ありません問題は担当編集ではお前が問題なんだっていう形になって最初の形でって吉本さんあなたはクソ面白くないだけど勘弁ね後でそういう時酒飲みましょうって言ってくれたってこういう形で言ってくれた著者っていうのはほとんどおりません。で僕よりも年齢が上でほぼ同歳の人たちはっていうのは僕とそういう形でやってきたんだけどもある意味で有名になってきた時においてはやっぱりお前の口の聞き方どうなんだ俺著者でお前編集だっていう形でやったんだけど吉本さんはそういうことしませんでした。つまりこういうことで言うと吉本さんは稀有なる人であってまさに空前絶後の人だっていう僕は思います。たまたま今回は自分の言葉で喋ることよりもこういうもので考えて喋った方がいいだろうと思いまして引用させていただきました。ありがとうございました。いや貴重な話を伺えて本当に、いい回でしたね。いや吉本さんの手紙いいですね。コピーしてくださいよ。あんないいね手紙を。
で僕はもう1月の時に消費者が求めたからっていうので探してこれをつけて2つあったんですけど、もう一つのどうして見つからないハガキがあるんですけどね。でこれをやって消費者に今度小川さんには来年の第3回にはコピーして皆さんに配っていただく、そういう約束で。それでは、まだ時間ありますのでぜひお付き合いください。私たちの会の何て言いますか、責任者でもある斉藤真二さんは深夜総称で吉本さんの反核異論出してますし、表現者としても非常に優れた仕事されてきて、今日ちょっと体調悪いっていうような話でしたので、一言短く座ってやりますか。はい、座って。斉藤です。みんなもうずいぶんないことを話してるからもう聞く人ないんじゃないですか。何話そうかな。ちょっとじゃあ報告をしますとね、僕は今年でね、深夜総書を作って51年目なんですね。で去年50年になって、それで去年はですね、梶木剛さんの移行集3冊出しまして、吉本さん帯書いてくれたんですよ、第1巻はね。でその本を出したっていう功績と、50年ということで、去年はね、あずさ出版文化賞特別賞というのを受賞したんですよね。でそれは審査員がね、なんか斉藤美奈子だとか上野千鶴子とかなんかが5人ぐらいいました。でやっぱり受賞者挨拶をしなきゃならないというので、僕はしましたけどもね、要するに50年で僕はその賞をもらったわけだけども、それはねあんまりねいいことじゃないよね。つまり50年って普通の大きな出版社だったら50年って大変な歴史で、それはもう財産なんだろうけども、少なくとも僕なんかはやっぱり深夜総書を作った時には状況と差し支えてなんとかってかっこいいこと言ってたんですよ。それがねのうのうとね50年来てるってことはもう屈辱だっていうようなことを言いまして、でもとにかく深夜に初めて光を与えてくれたんだからっていうわけでね、賞金は20万円なんですね。少ないでしょ。そんなわけです。それでですね、そのお金の話になるとですね、吉本さんとはお金の話ってあんまりしたことないな、全然。で50年になるんだけど、安保闘争ぐらいの時からだから50年の付き合いがあるんだけども、10年間ね全くブランクあるんですよ。つまり僕が吉本さんの本を出すことになっていて、一番最初の創業出版に。で詩集なんかもね、本当は僕が出してもいいって言われたんですよね。あれの視聴者で大体40何図になってるでしょ、ユリイカ版をね。でもそれもやっぱり出さないで、やっぱりやるならば初めてやるんだったら全然やっぱり無名の人をやりたいってわけでね、創業出版には宍戸教授さんも出したわけですけど、その前にですね、要するに東京に出てきて事務所を設けるということでね、なんか小さなところでね、新日本文学の人なんかがやってるそこをね3社が入ってね、だから僕はユリイカとか昇進者と視聴者なんかがどっか神保町であったでしょ。だからそういうわけで机を置いて電話を借りればいいというなんか思ってたら、吉本さんがね、せっかく新しくやるというのにね、こともあろうに新日文なんかの関係者のその事務所なんかを借りるとは何事かと怒られてね、でそれでもう本当にコンコンと怒られたんですよ。でそれをもって僕は申し訳ないって気がして、で今日から10年間自分をとにかく吉本さんの家に行かないことにしますと言ってね、本当に僕は10年間ね行かなかったんですよ。だから佐和子ちゃんなんかはもう小さい頃から知ってるけどもね、バナナは全然知らないんだよね。もう10年後にね金が溶けたからって言ったらもうその頃バナナが生まれてたんだよね。でそれでね、もう一回戻ると、僕は深夜総書っていうのは株式でもないし合名会社でも何でもないの、一人でお金を出すっていう出版社だから、結局本出してもねもうそれっきりなんですよね。著者にまで会えないっていうことがあるんですよ。大体本出した時も何もかもなくなって、電車賃もなくなるからね、会わないで終わったって随分いますね。それでね、要するにお金の話なんだけども、
まあ吉本さんの方何冊か出しました。吉本さんの方はね、宣伝も何もしなくてもね、とにかく大体3000、4000は売れてたんですよね、シニアソシの方は。半角理論がね、みんな10万とか20万売れたって言ってるから、あれはね、そんなにいかないですよ、だって。確かに2万いくらぐらい言ったのかな。でもね、2万いくらあったら、やっぱりね、いろんな本出せるんだよね。でね、吉本さんの本出すとだけで3、4000売れるから、必ずそれはね、2冊ぐらい出せるんだよね、シニアソシだったら。1000部とか1500部だったらね。でもやっぱり僕はやっぱりね、最初の、やっぱりちょっとね、そういう誰かの出したような出版社とか、名前の作者出すとね、読者からね、お前シニアソシでなんでそういうもう知られたような人なんで出すんかっていうもう講義便もう買わないとかみんな来るわけよね。だからずっと永久にね、売れない人の名前ばっかりで出してきてるわけよね。だからね、吉本さんでちょっとね、収入あったから、もう少し僕も考えてるわね、ちょっと2階ぐらいの家建てられたかもしれないのに、ダメなんですよね。で、とにかく2段目が桶谷さんだとか、毛利さんとか、みんな無名の人ばっかり出してきてね、そんなわけでした。だから、ある意味では吉本さんに僕は申し訳ないときましたね。応援してくれて、少しはこいつ良くなったと思ったら、もう創業出版、50年経っても創業出版以下のあれですからね。で、そんなわけでね、やっぱり出版っていうのはなんていうか、無名で宣伝をしないところはもう取り次ぎても全然取ってくれないし、それからどういうかな、まあ僕なんかはそれでも一番いい作品は僕は読めるとたくさんいるんですよ、本当にすごい人が。それでね、その松岡君、小文社も今度応援してるんだけども、松岡君がやっぱりもう1年前にね、吉本隆明の世界っていうのを僕と2人でなんか共同責任編集して出そうってわけでね、原稿全部送ってきたんですよ。でもそれだとね、やっぱりね、700ページぐらいなんじゃないかな。で、結局2年経ってもまだ出ないんですよね。でも僕のとこではね、吉本さんの方がみんなこの小文社が今度やるから、ちょっと今度は吉本さんのね、ことを書いたね、いろんな同人雑誌なんかでいいのがあるんですよね、本当に優秀なの。そういうのをこれから出していきたいと思います。なんか長々と話してすみません。皆さん今日はありがとうございました。いや。元気で貴重な話で、斉藤さんは本当にね、いつ倒れるか分かんないような感じでいるんだけども、すごくエネルギッシュなんですよね。本当に。まだ時間ありますので、おひなたさん辞退してましたけど、一言おひなたさんに話してもらって、で一言何回もね、吉本さんにインタビューしてますので、おひなたさんにはね、ぜひ一言で言っても一言になっても何も考えてきてなかったんですけど、さっき牧地さんとお話をしていた時に吉本さんの要するに吉本さんはさまざまな論的という人たちがいて、吉本さんのなんていうんですかね、ライバルというか論争相手っていうのが大昔から言うと花田清輝とかそういう人たちがいて、で僕なんかが仕事をやってた時にはちょうど要するに埴谷優子さんのシャンデリア論争というふうに言われたものと、あと一つは相川信夫さんと三浦知良の入り口としては三浦知良の問題を巡って論争というか、つまり決裂した時があるんですけど、たまたまその最後の相川さんと、吉本さんの対談の席に対談に関しては添田さんが吉本隆明の論争誌ということでまとめてらっしゃるんですけれど、そこに相川さんとの最後の対談の時に僕は同席をしていたんですね。でなんていうか、それが吉本さんのある種の迫力というのを見た時に一番最初でつまりこの人すげえ人だなっていうふうに思った一番最初の機会なんですけれど、
それまで相川さんと吉本さんというのはなんとなく周囲のライバルに対してタッグを組んで、共闘をしてきたっていう風な印象があったので喧嘩、吉本さんが例えばその三浦和義に対して相川さんの発言に対して若干違和を持っていたというのは知ってはいたんですけれど、そういうことをオープンにする必要はないんじゃないかっていうふうに思ってしないんじゃないかというふうに思ってたんですね。ところが要するに結局最後の対談になったんですけど、その時に要するにその吉本さんは相川さんに対してつまり一連のそういうその相川さんの文春のコラムとかそういうものに対して相川さんはもう年老いましたよっていうふうなことで真正面から言ったことがあるんです。でその時の相川さんの対応というのはこれもまたちょっと傍から見てると何て言うんですかね非常にドラマチックなものでものすごく怒ったんですよね。最初吉本さんの発言に対してそんなことはないとかっていろいろ言い訳をしていたんですけれどとにかくものすごく怒ってで怒ってつまりなんて言えばいいんでしょうかねブルブル震え出したんですね相川さんは。でそんなことをちょっと目の前で見ていてで一番最後の時間になった時にもうつまりこれでも吉本と会うことがないだろうっていうふうなことをどっかで言ってものすごく逆にその悲しい表情になって帰っていったのをよく覚えてるんですけれどでそれから相川さんが亡くなったのはほんの1年くらい1年経つか経たないかですのでその相川さんのその心というか胸に負った傷というのはちょっとそれが原因で亡くなったとは言いませんけれどちょっと計り知れないものがあったんじゃないかなっていうふうに思ったんですね。でもちろんその相川さんだけではなくてその前には萩谷さんと論争していてそういうそのなんていうか今まで仲が良くというかある思想的な共闘を組んでいた人たちとむしろ好んで論争する吉本さんの論争のスタイルっていうのはを間近に見てつまり結構こちらもとてもショックを受けてしまったんですよね。でただそういうことを言いながらもつまりそういうことをやりながらも吉本さん別な場面に移ると萩谷さんにしても花田誠二にしても武井明夫とかそういうような人に対してももちろん相川さんに対してもすごくなんていうか人たちがやった仕事とか人格とかっていうものは要するに評価しているような発言を繰り返して聞いたこともあるんです。例えば相川さんとの対談の後にその後にその吉本さんはどっか関東大学かなんかで荒地の詩について語った時があるんですけどその時はその相川さんと北村太郎さんとかそういう人たちを挙げてつまり僕の詩のソウルみたいなものを作ってきた一番大きな影響を与えられた人たちであって文学的な読み方っていうのはこういうふうにすればいいのかっていうことを教えられた人であってで荒地の詩相川信夫とか詩がどれくらい要するに時代の中で大きな役割を果たしたかということを、別なつまり面と向かってではないんですけれど別なところでちゃんと話しているんですね。でそういうことがあってもちろん心から憎くってライバルになったり論争したりするっていうことはしませんしで、そういう人たちもいるでしょう。例えば状況への発言でいろいろ展開したようなつまり状況への発言っていうのは僕たちは吉本さんのなんか喧嘩腰というかそういうのがなんかそういうものを見たくて読んでいたような気がするんですけれど
そういう人以外で本気になって論争した人っていうのは非常にその吉本隆明さんって人はアンビバレンスな感情を持っていてつまりどうしてもしなくてもいいものをにもかかわらずやってしまったっていうふうなそういう人だったんじゃないか。それがあの人の思想の中でつまりどういうポジションを持ったのかというのはちょっとよくまだ分からないところがあるんですけど常にそういうこうなんか愛憎共存というか思想的に評価できるところと思想的に評価したり人格的に評価するというところを常にこうなんていうか吉本さんというのはなんて言うんでしょうかね。で済ませないで。もろ刃の剣でやっていたんじゃないかなというふうに思ったところがあってそれが一番吉本さんっていう人に対して強烈に受けた印象ですね。一番最後でその最後のところ最後の原発の時にも僕は一度吉本さんのところへ行って取材して原発の事故に対してどう思うかって反核理論と状況も違ってますしチェルノブイリみたいなことも起こっていますしで実際こういうことが起きてしまった時にどういうふうに考えるかということを吉本さんに聞いたんですけど、その時の吉本さんの理屈というのも、つまり簡単に自分の考え方とか思想とかを変えるんではなくてつまり繰り返すわけですね。原理的なことを自分の考えている原理的なことを繰り返して全然この言い方を変えなかった。それも僕は個人的には原発はなくした方がいいんじゃないかなというふうに思うんですけれどでも要するに吉本さんの言葉を聞いた時にはこれやっぱりまた同じように大したもんだなとかっていうかこういうことを言う人はもう今いないよなってみんな状況に流されて沈黙したりとかせいぜい沈黙したりとか意見を変えたりとかっていうふうになってくるんですけれど吉本さんのそういう思想的な一貫性というかそういうのを何度か見させて編集をしながら見させてもらってこれはなんていうかなその信用とか思想的な正当性とかそういうことを超えてなんかこう吉本さんの言葉が僕たちを引きつける何事かではないかなっていうふうなことを感じた次第です。まあ短いちょっと長くなりましたがそういうことです。やっぱり小日向さんに話聞いてよかったね。小日向さんからはねもうね辞退去年も話したので今回は辞退しますって言われてたんですけど無理に聞いてよかったです。いやこういうふうな話を証言をしてくれる編集者新聞記者の人が本当に少なくなってきてますから、今いらっしゃる小川さんそれから小日向さんにはぜひね後々までもう本に書いて残してほしいんですよ。なんかねなんていうか私の友人なんですけれども共同通信の記者の人で分断のどうのこうのばっかりやっててそれで漢字のことを残さない人がいるんですね。だからそういうふうな意味で言うとぜひ。で皆さんに話してもらいますので、今ねこちらにいる方で私の研究会から前からいつもねお付き合いしていただいて非常にね研究熱心でしかも詩人である、いわゆる若手の詩人の人たちを非常にウォッチングしていて今の現代詩の状況一番よく分かっている森川雅美さんさっきから全部喋る。吉本龍明さんに対して思うのはすごい人ですけどその論争した埴谷豊忘れちゃった誰だったっけ
いや、もう一人だね、最後の人で。花田でもね、吉本龍明ほどにね、みんなさ、若い人は読んでないと思うし、でも僕はとても腹立ったのは、吉本龍明が、若い人が、なんか言ったね、若い人が、若い人が、無だと言った時に、若い人はどう言ったか。吉本龍明はボケた。ボケたからこういうことを言った。でもこんなことは絶対言っちゃいけない。僕も3回読み直したけど、吉本龍明さんが言ってることはとても正しいとは言わないけど、とても論理的に合っている。でも僕は吉本龍明さんのお会いしたことがないんです。で、一度だけ会ったんです。その時に吉本龍明さんはエルグレーグの目のごとく上を向いてたんです。でもそれをもう一度見たんです。もう一度聞き直したの。もう一度聞き直した時に、でもね、吉本龍明さんの言ってることはとても正しいっていうか、とても自分の一番初めの、つまりその時吉本龍明さん何言ったかというと、吉本龍明さんはその時何言ったかというと、吉本龍明さんは弁当をこうやって抱えて、そういうことを言ってたんですね。でもつまり吉本龍明さんが多分僕は聞けたのが、とても基本的なことを言っていたと思うんです。吉本龍明さんが弁当を抱えて、これ見られたくないって言っていた。でも見られたくないってことが吉本龍明さんの基本だったと僕は思うんですね。でもそれはとても素晴らしいから分かんないな。素晴らしいんだけど、でももう一つ思ったのは、なんだけど、でも吉本龍明さんを若い人たちが無と言われた時に、吉本龍明はボケたって言ったんですよ。ものすごくこれ腹立つんです。吉本龍明のねような人がそんなこと言うわけないじゃないですか。でもなんだろう、わかんないけど、吉本龍明が言ったことをボケたって言った若い詩人は何か俺知ってるよ。知ってるけど謝ってほしいよ。そうだ。吉本龍明ってのはそんなさことをボケて言わないよ。あの時に僕は吉本龍明が何言ったか、この時間になって、つまり 3.1 事項のことになってそこまで分かっていたかと思いました。分かっていたっていうのは、吉本龍明さんが戦争の経験をして生きた。でもその時に僕たちが 3.11 になった時に、
吉本龍明さんが言ったことが分かります。分からないけど分からない何に分かります。でもその時に吉本龍明さんボケだって言った若い人には反省してくれと僕は思います。言いました。思いません。ごめんなさい。彼は同人誌を作ってまして、そのタイトルは「酒乱」っていうんですよ。で飲むとね、もう私はその現場見たことないんですけど、酒乱状態になるって。ただ今の話良かったですね。私も本当そう思ってるんですよ。若い世代の詩人たちは無だってはっきり言ったんですよ。日本語の行方っていう、ね、絶対違う。だけどね、私もね、それを若い詩人たちの前で吉本さんこう言ってるけどあんたたちどう思うんだってふうなことを言ったことあるんだけれども、全然相手にしてくれなかったんですよ。で彼の言う通りです。謝ってほしいっていうね。はい、だいぶ長くなりましたので、片付けもあるので、最後にこの、王朝記の事務全般、大変ご苦労していただいた高橋忠義さん。高橋さんからは吉本龍明の年譜、詳細な年譜作られてますので、その話もちょっとしてください。いやいや、それで最後に締めの言葉。王朝っていう意味をね、もう一回全部でやらせてくれあ、王朝でいいですね。いや、私もね、そんな詳しくないんですけれども、縦に越えると横に越えるっていうふうな話があって、それで。というのとね、王朝という。それはね、横に越えるっていうのは一種の他力本願っていうふうな意味もあって、あと私の勝手な解釈なんですけれども、親鸞の基本は何て言いますか、知の頂を極めて、そして何て言いますか、着地するっていうか。王相と幻相っていうそういうふうな話をするんですけれども、でその王朝っていうのは、その王相と幻相っていうのは縦のようなずっと向こう行ってまた下に戻ってくる、そういうイメージがあるんですけど、そうじゃなくて横なんだっていう、そういう浄土は横にあるんだっていう、ずっと向こうにあるんだっていう、そういうふうなことを吉本さんは考えてたんじゃないかなっていう感じがするんですけど、とりあえず中国ではね、ドンランっていう人がいるんです。ドンランをね、だいぶ時間も経ちましたけども、王朝はそういうことなんですけども、沢子ちゃんにそれを話しましたらね、横丁がいいんじゃないかと。王朝じゃなくて横丁記がいいんじゃないかと。ああ、吉本さんらしいなと思ったんですね。それで僕は吉本さんのことは、三上さんと僕は同年代で1960年に昭和35年安保闘争世代なんですけども、小川哲星氏のようにキレキレ、思考なんかにキレキレの発言とか、っていうことを書いてますが、断片的なエピソードを 2,3 話して、閉会のなんていうか言葉にさせていただければと思ってるんですけども、亡くなられて3年経つんですけども、浮貝悟さんが第二詩集の中でですね、本当にもうなんていうんですか、吉本さんの口調で言いますとなんて言いましょうかっていうことなんですが、この空白をどう埋めていったらいいのかっていうことを書かれてるんですね。あれには私だいぶぐさっときまして、だけど、その後にですね、今そうしなければこの先はいけない、今しかないんだっていう強い思いがあったっていうことを表白されてるわけです。私も全くその通りだって、だけどいまだに吉本さん流に言うと日差しがなくなった、あるいは吹きさらしの中にいるっていうような、そういう感じで今いるわけですけれども、あと 1,2 分で終わりますけども、ずっと川上春夫さん亡き後って言いますか、なんか年譜作ってくれみたいなことで、私の方に回ってきまして、ずっと追っかけやってたわけですけども、吉本さんの発言をどんな小さな小文でも吉本さんの内実の漂白があるんじゃないかということで、それこそ
檀家霊木って言いますか、今度処分者さんが全部それを集めていらっしゃるということなんですけども、私とかそれから先ほど話ありました斉藤真二氏なんかも本当に檀家霊木まで集めてたっていうそういうことなんですね。それで初めてお会いしたのは1960年の安保闘争の苦い熱いあれが終わった後に吉本さんの家を訪ねたんですが、吉本さんがちょうど37歳、それから奥さんが3つ違いですから34ですか、それから沢子ちゃんが3歳半ぐらいでした。その頃からずっと私自身は追っかけみたいな感じで愚直にやってきたわけですけれども、その間深夜奏者なんかに私なんかも斉藤真二氏と一緒にやったりしてまして、当時最初に川上さんの年譜を出したいというのを深夜奏者をやってたわけですね。それから吉本龍明詩集、そのユリイカ版の後に視聴者から出したんですけど、その前に深夜奏者 OK だったんです。ところがお金が全然なくて、結局視聴者に持っていかれちゃったということがありますけれども、最初にお会いした時に御徒町に行ったんですけども、そこの前道路の前に何ていうんですか工事してたんですね。そしたら赤いカンテナがありまして、小遊二の対話で小遊二との対話で出てきますけども、赤いカンテナですかって言ったら、いやこの赤いカンテナを投げ込まれたんですよなんていうのは、そういう話、エピソードと言いますか、そういう話なんかもありました。私自身吉本家は猫がだいぶ吉本さんが小さい時から猫に癒されたっていうことを随分書いてますけども、私自身も癒されたこともありまして、沢子ちゃんの家の隣がお寺さんなもんで、30匹ぐらい外猫がいるもんで、その避妊手術をですね全部じゃあやってあげましょうっていうことで、私は板橋に住んでますんで、かなり安くできるんで、そのたんびにしょっちゅうも避妊手術をしてあげたっていうことで、吉本さんとしょっちゅうもなんか短い会話ですけれども、その短い会話ながら吉本さんのある形骸に接したって言いますか、そういうことがたびたびありました。それで、吉本さんのやっぱり小川哲成氏が書いてますけども、大文字の何て言うんですか、そういう思想とか、あるいは人類史的な課題とか、そういうことは皆さんのあれにお任せするとして、私はもう小文字の何て言いますか、吉本龍明ということで、非常に倫理って言いますかね、教えられたっていうか、例えば行きと帰りの話であるとか、それがもう非常に具体的に教えてくれましたし、例えば会合ではですね、これはバナナに喋ってるんですが、こういう会合があった時は一番弱い人に使えっていうような話であるとかですね、それから多分3人吉本さんが一番好きだった人っていうことを挙げれば、今氏おとじさんが当然挙がるとして、それからネズミが出てきた立山の夫婦、それからやっぱり岩渕五郎さん、この3人が多分吉本さんが一番それが多分大衆の現像ということに通じていくんでしょうけども、そういうなんか吉本さんの一番なんていうんですかね、そういうところを僕は倫理的に教えられたというか、現在僕がここに生きてるのも吉本さんのそういう大文字じゃない小文字まで含めた部分を多分教えられたのかな。現在そういう面では、本当にもう開放感っていうんですかね、その吉本さんが教えてくれた
そういうところに僕なんかいるのかなっていう感じなんです。ということでなんかエピソードばっかりと言いますけども、そんなことで今日はだいぶ5時半、1時からですから5時半まで、4時間半ですか経ちましたけども、第3回また神山さんが設定、いろいろやっていただけると思いますけども、それから月村さんがやっていただけると思いますけども、よろしくお願いいたします。どうも失礼しました。どうもね、ごめんなさい、ごめんなさいね、このところにね、こういう会合にあれしましてね、吉本さんをどういうふうに考えるかというね、これを初めてね、皆さんがどういうふうに読むかというね、そういうのに初めて接しましてね、みんながこうにいろいろなことでいい会合だったなと僕は思ってんです。それはね、どういうことかというとね、僕が最初に言ったように外界が分からなくってね、自分のビジョンだけで生きちゃう人だ。それはね、ヨーロッパがみんなそうな、カントもそうなんですね。カントもみんなそうだしね、ルッソもそうだしね、ルッソなんかむちゃくちゃですよ。皆さんルッソの本読んだなんかね、向こうから馬車が来てね、で馬車が来て、そんで馬車がガーって来るから横に避ければいいのにね、横に避けるという知恵が働かないんですね。それはそういうタイプの人は。そんでね、それはそういうルソーが書いてることですけれども、そんでね、このね、ずっと来て、昔のフランスはそういうのをあれするために犬を2匹カッカッカッってやって、で犬がこうに来るからっていうので、そんで、犬が来るから横に行けばいいよで、ルソーはね、そうじゃなくて、犬を超えればいいという考えるんですね。なんで全然ね、犬を超えればいい。犬を超えたらね、ガーンっつって歯をね、3本折った、4本折ったとかっていう、こういうことを書いているんですね。それは全然ね、分かんないタイプなんです。そんだからね、それはね、そういうね、タイプがいるんです。しょうがない。そういうタイプがね、近代はね、全部ね、そういうタイプでヨーロッパの近代は出てきたんです。いろんなね、もう僕はいろんなあれは知ってますけれども、本当に長くなるから言わないけど、吉本さんもね、そうなんです。そんだから吉本さんが日本近代がね、本当に出てきたっていうのは戦後なんですね。戦後で吉本さんがね、そういう個性がこういうふうに出てきたという個性がこうに出てきて、そんで考えたということなんでね、それはね、吉本だからみんなね、今日はもう僕は誰だったかな、ここに古松さんとかなんかいましたけれども、あれの人とお話をしようと思いましたけれどもね、そんだけれど日本の近代がね、日本の近代の人間が吉本さんのね、死を通じてこういうふうになったっていうこと。いやーね、今日はね、ここのところで出席してね、よかったなと思いました。これはね、本当こっから始めなくちゃなんない。ヨーロッパ近代をね、再検討するっていう時は、ヨ
吉本さんがこういうふうにやったよ、近代をどうに考えた、こういう個性がね、こういう個性があってね、ヨーロッパ近代をどうにするか、その日本近代とこのところでつながるわけですね。で初めてね、僕は今日このところが分かって、いやよかった、来年もやります、来年もやる、みんなね参加してください。それは本当に良かったと思います。どうも、心っております。ありがとうございました。月村さんは足が悪いっていうんだけれども、本当に元気でね、もう喋り出すと座って喋るといつまで経っても終わらないから、とても、いやでもね、本当に皆さんありがとうございました。まだ時間ちょっとありますので、一応これで、お開きっていうことで、また来年も、ぜひいらっしゃってください。来年はまた、新しいメンバー、新しい方もおいでになると思いますけど、本当に長い時間ありがとうございました。ここは椅子はそのまんまで構いません。それであとは